はい、どうも、ジャルです。それでは今週もエボにプレイ配信を始めていきます。島永さん、こんジャルは、月見さん、寝落ち前にいいねをしておきました。ありがとうございます。こんジャルはです。ファイトラトさん、こんジャルは、前回リアタイできなかったのでアーカイブました。アーカイブ、ありがとうございます。ご視聴。はい。島永さん、メジャーお疲れ様でした。DSN チャンネルさんでね、次のリーグに進んだところを、はい、見ましたけれども、おめでとうございました。またね、今週も頑張ってください。さてさて、今日はですね、タイトルやお品書きにも、ある通りですね、K45 の、アップデート、アンロックがあった時から、ね、約2年ぐらいね、そろそろ経つんですけども、なんかどんなことがあったのかなっていうのをちょっと振り返っていこうかなと思いますと。で、振り返るにあたってね、共有スケジュールみたいなものを作ってみたんで、ちょっとそっちでね、見ながらね、やっていこうかなと思います。もっこさん、こんにちは。島永さん、準決勝頑張ってください。もうぜひ、決勝までぜひ進んでください。長谷川さん、こんばんは。もっこさん、こんじゃるわん。犬がいる。こんじゃるわん。はい。そう、ぜひぜひ。そう、まあね、組み分けの運にもよりますけどね。でも、そもそも島流さん強いから、いけるんじゃないのかなと思ってるんですけれども、はい、ぜひね、頑張ってください。はい。で、先に忘れないうちになんか喋ろうと思ったのなんか他になかったっけな。あ、そうだ。ちょっと、前の配信で、この理想の国この理想の国の、この図鑑になんか知らんやつがあるぞと。これです。はい。体感者の泉。体感者の泉の景観がなんか知んないけどあるんですよ。はい。これね。はい。なんか、レベル2までしか上がらない、なんか謎の建物なんですけど、これがね、なんかどうやったら手に入るのかなという、配信でね、喋ったと思います。はい。結構前ですけど、そんな話をしていて、で、ワンチャンかけて、この体感者の泉を全種レベル10にしてみたんですよ。なんももらえなかったっすね。もう残念です。はい、そういう、そんな報告で。そう、これね、体感者の泉ってサーバーによって、もう去年の5月か6月ぐらいからね、あったらしいんですよ。で、その時って10がマックスだったらしいんです。で、これをね、10をマックスだったのが、その20まで上限が上がって、全体になったっていうのがこの3月ぐらいだったんですけれども、はい、もしかして、そのね、全部上げた特典みたいなのとかで、もうなんかリワードというか、アイテムがもらえたりするんじゃないかっていうね、淡いね、期待をかけたんですけども、全然関係なかったです。はい。あんまり興味がないものもレベル10にしたんですけれども、もうこんなんしなきゃよかったって後悔しました。はい。皆さんもね、お気をつけください。このね、理想の国の景観どこで手に入るのかなっていう感じなんですけれども、きっとね、その別のサーバー、先行して始まってたサーバーのイベントでゲットする系のやつだったんですかね。なんか、多分そうなんだろうなと思ってます。例えば、そう、こういうのって、結構あって、例えばね、この私のこの背景ですよね。この背景って、背景の変更ってどうやってやるんだっけ。ここかこれだな。はい、このね、森みたいなやつ。で、前のイベントで、なんか連続でめっちゃ来てめっちゃ配ってたんですけども、このイベントってもうこう来てないじゃないですか。で、だから新しく始めた人ってこれ背景もらえないんですよね。っていう、なんていうかその期間限定系そういう系なのかなって思って、なんかそういうのをね、ちょっと取れるようにしてほしいですよね。はい。例えばね、この実績のところにもね、かぐや姫を取るがうんちゃらとかね、あったりとかするんですけど、もうかぐや姫とか取れねえからみたいなね、いうやつがあって、今ちょっと英語にしてるせいで分かりづらいんですけれども、
はい、っていう、余談でした。あそこはシュラしかないのが私が最低限。まあ、確かにシュラだらけだけれども、島流しさんも十分上の方。アニーさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。エネゴリさん、おつじゃる点々ということで、エネゴリさん、なんか、すごい順位で、準決勝上がってませんでした？さすがです。なんか、トップじゃなかったっけ？パコさん、パコさん、こんばんは。初見だったので、そうですね。みんな、誰しも初見ですね。パコさん、コメントありがとうございます。スキンさん、新しい方が背景どうやってもらえるのって言ってました。いや、そうなんですよ。この背景ね、こういう背景が欲しいだとか、あと、ヘレンさんのお色直しですよね。はい、このヘレンさんのお色直しとかも、どこやこれか。はい、こういうのとかも、そう、多分撮りたい人いても、なんかいつでも撮れるアイテムじゃないじゃないですかと。なんかしかも全然イベント来ないし、こういうのをね、ちょっとどうにかしてほしいですよね。まあ、そのね、最たるものがね、真珠ですよね。はい、キングコングアンロックできなくて一生待ってます。はいね、ゴジラとキングコングね、みんなね、できてないと思うんですけど、もうこういうのはでも明確に来ないって言われちゃってるから、言われたのはキングコングだけだけど、ゴジラはね、だんまりで急に消えましたけど、そう。こう、もう、めっちゃ目につくやん、みたいな。こういうのね、ちょっとどうにかしてほしいよな。はい。もう、せめて取れないならちょっと隠していただいてまあそんなめんどくさいことせんか。ライさん、猫ニャさん、コンチャルは初見です。いや、なんか初見じゃなさそうな気がするな。もうライスに来ちゃったのかな。ごめん、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、余談は置いておきまして、まあ、そういうね、なんかイベントがね、めっちゃ頻繁に来るじゃないですかと。で、なんていうか、1週間あっという間で、結構ね、アップデートいつ何来たっけっていうのが忘れると思うんですよ。で、私も全部メモってるわけじゃないんですけども、いくつかね、メモっていて、もう個人のスケジュールで、まとめてたんですよ。でもこれ別に個人でやる必要ないなと。これを公開スケジュールにしたら、まあ、みんななんか好きに見てもらえるし、まあ、いいんじゃないかなと。で、まあ、一応ね、海外日記にも見てもらえるように、まあ、ちょっと英語で作ってみて、まあ、日本人向けにはね、配信で喋ればいいかなというところで、スケジュールをね、作ってみましたと。ちょっとね、あの、画面をめっちゃ隠れちゃうんですけど、こんな感じでですね、はい、タイムツリーっていう、クラウドサービスがありまして、まあ、このカレンダーにですね、スケジュールを、登録して、まあ、公開カレンダーっていう形にしてるので、まあ、みんながね、見れると。なんかこれ、あれか、コメント、ちょっと見えなくなっちゃっていいかな。一回、下げよう。ほい。私はね、コメント確認できるんで。はい。ちょっとこんな感じで、スケジュールいつも作っていて、これをね、ベースに、このね、スケジュールを、作ったりしてたんですけども、はい、もうなんか、PC から見る分には見やすいので、まあ、こんなね、ページを作ってみましたということで、これをベースにですね、いつこのイベントが始まったとか、こういうサイクルで来てるから、こういう予測をしてるんですよ、みたいなところをね、話していくと、なんか、まあ、皆さんもね、イベントって予測できた方が助かるじゃないですかと。特に、重要なところで言うと、サーバーマージがね、きっと来週とかに発表されるんじゃないかなとか、6月の13日ですね。この日に私は計50がね、アンロックされるんじゃないかとか、あと、同時還元がこの日来ると思ってるんですよね。あと、スペシャルイベントがまた来るんじゃないかみたいなところとかね。大体ね、3ヶ月とか2.5から3ヶ月ぐらいのサイクルで、長期イベント、スペシャルイベントって来るんですよ。はい。前回はね、あのヘラクレスとアルテミスのやつだったんですけど。はい。っていうので、まあ、こういうのところをね、まあ、予測も入れているので、そう、参考にね、していただけるんじゃないかなと。はい。で、これをね、今までちょっと空中で喋ってたんですけど、分かりづらいじゃないですかということで、こんな感じで作ってみました。で、ちょっとこれスマホからね、見づらいんですよね。で、
ちょっと、一応コメントにリンク貼ろう。はい。もしね、お手元で見たい方はね、今からちょっと URL を貼っつけるんで、ちょっと待ってくださいね。公開スケジュールです。おいさ。これ固定コメントにしとこう。はい。一応ね、この配信の概要欄にも、貼っていますんで、そちらからでも見ることができるんですけれども。はい。っていうことで、ちょっとね、なんかどう見るんだよみたいなのもあるんですけれども、どうしようかな。見方先にやるか。今、配っちゃったしな。はい。まずですね、はい。今週5月12の週ですね。今5月13で、はい、マークついてますけども、はい、今日ね、来てるイベントっていうと、ヒドラですよね。ヒドラとそうですし、あと予想通りですね、この宝の地図の盗賊が来ましたと、あと同盟ボスですよねと。で、今日から始まった、お金と、製造とトラップのイベント。はい、あとね、配信のスケジュールもね、入れるようにしてました。はい。で、あと、期間的に今、オールスターのシーズン15ですと、今週でね、最後なんで、18日でね、切れるように作ってあるんですけども、こんな感じで、もう、サイクリックに戦場のシーズンって切り替わるんですよ。はい。だからこれをね、元に予測していまして、はい。大体ね、オールスターが終わると、マージが来るんですよ。マージが来て、1週とか2週だけの、戦場があるんですけど、おそらく1年に1回の2週に分けた、大規模なね、マージがあると思ってます。っていうので、5月19と26にサーバーマージの発表があるんじゃないかなっていうのを予想していて、で、その次の週、6月2日からですね、COC、文明の衝突ですね。文明の衝突の奇襲っていうイベントが来て、日曜日に文明の衝突の戦場ですね。全体から512サーバー、512から64サーバー、64サーバーから8サーバー。で、最後、決勝っていうね、COC が4週間にわたって前回行われたんですけど、この文明の衝突さんが、来るのが、きっと6月の1ヶ月ね、来るのが綺麗じゃないかなと思ってますと。で、文明の衝突が終わったら、BOC ですね。シャロンに向けた BOC がここで来ると。はい。なので、シャロン期間にね、赤い羽を目指そうって言ってる人たちは、このタイミングまでに、移動ね、しなきゃいけないよね、というところで、大体ね、おおよそこの時期にこれがあるからこれしなきゃっていうのが、ちょっとわかるようにね、予測を、乗っけてますということで、もう次のね、シャロンがいつだとか、シャロンのね、決勝、いつだとか、オールスター予選の BOC はどこだっていうのは、もうあらかじめ予測がつくので、もう投入してますと。はい、この黒いラインがね、予測のラベルになってまして、予測をね、このように、かけてます。なので、戦場に向けてね、強化しなきゃっていう話があったりとかすると思うんですけど、ここをね、参考に、いつまでに、この白レベルを上げなきゃとか、バフを上げなきゃみたいなところを、なんでしょう、予定をね、立てるのにちょっと使っていただけたらな、みたいに思っています。はい。で、この黒の予測の中で、ここでね、私が、6月13日に計50アンロックされると予測しているんですけれども、その根拠が2023年に行くんですよ。これね、一気に飛べなくてね、面倒なんですけど、はい、2023年振り返りますと、行き過ぎた。はい、ここですね。はい、2023年6月、2023年6月16日金曜日に、計45がアンロックされたんですよ。はい。このね、計45がアンロックされたときに、同時にね、追加された機能があります。それが、元老院と理想の国と刻印です。はい。こんな感じで、このそれぞれの機能って、めちゃくちゃそのバフが上がることになりましたよね。これらのおかげで。はい。こんな感じで、テこ入れがね、入るんじゃないかなと思ってるんですよ。はい。で、
そう、この前からずっと言ってる通り、この城の中になんか右の方にこの空いてる空間があるじゃないですか。ここもう絶対怪しいと思ってるんですよね、ここ。ここにね、新しい建物来んじゃねえかなって思ってるんですよね。はい。猫さん、マジマジ。マジマジ。いや、マジマジしてほしいところで。神さん、こんにちは。待ってるね、歌ってね、してしまう。私もね、今日すげえ寝そうでリビングで危なかったです。ココさん、まだアザゼさん無傷で倒せるプレイヤー一人もいないのに、いや、逆ですよ。あのーその鳥ステムパーロス B19、B18 とかもね、なかなかきつかったのがアンロックされて、みんななんかもうポンポン倒すようになったじゃないですか。今、アザゼルさんが倒せないけど、K50 アンロックされることってバフが増えることによって、楽に倒せるよ、みたいな、なんかね、そういうことになるんですよ、きっと。サダムさん、そんな前なんや。はい、そうなんですよ。ということで、またスケジュールちょっと戻しまして、はい、実際にね、はい、これはもう完全にメモっていました。6月16日、2023年6月16日金曜日に、K45 にアンロックされてますと。で、これより前作ってないんですけれども、K40 アンロックされた時、これも結局2年前の6月だったって聞いています。はい、その時ね、私やってないんで、そう、知らないんですけれども、はい、私はね、2021年、そうかな ?2021 年 ?2020 年はい、違うな、2022年か。私、2022年に始めたんで、そう、わからないんですけれども、はい、これね、2021年の6月に K40 にアンロックしたっていうね、過去の経緯もあって、2年ごとにね、アンロックしてるんですよと。はい。で、その予測で言ったら、まあ、ね、2023年6月16日のちょうど2年後、すごくちょうどいいタイミングが2025年の6月13日ですよね、という感じで、6月13日で予測をしています。ちょうどね、戦場の合間的にも多分ね、すんげえぴったりなんですよね。ここしかなくねっていう感じで。はい。まあもしかしたらね、2週間ずれて後ろに遅れるかもしれないんですけど、まあ6月中に来るよねというふうに予測しています。島梨さん、シーズン16のオールスターになると、1%をついに拝むことになるかも。いや、そうなんですよね。はい。早い人たちってもうすぐ上げるんで、なんかそういうやばい数値をね、見ることになりそうですよね。さあ、タモンさん、アラビア文明だと戦勝記念塔の上の空きが怪しい。あ、ちょっと待って。私アラビアだぞ。見れるな。怪しいですね。だってここもう登れるもんね。怪しい。確かに。怪しいわ。ここもなんかでかいの立ちそうな感じしてるわ。いや、結局、3つ立ったんですよ。この、元老院と理想の国。3つじゃないか。立ったの2つか。で、いつの間にか、こいつが増えてたんだ。はい。ここと、こっちの、2つね、2箇所できる可能性ね、全然ありますね。はい。はい。ということで、まあ、こんな感じで、まあ、予測してますよ、みたいなところで、で、そう、この2023年6月から、結構そのテこ入れが入りましたと。ね、いろんなそのシステムが追加されたと思いますと。まあ、ちょっとね、細いの全部入れてなかったり、例えばね、真珠がいつ増えたとかは、ちょっと、大変なんで全部入れきってないんですけれども、はい、ざっくりとね、わかる範囲で終えるものはちょっと登録をしていまして、はい、そういったところをね、ちょっと見ていけたらなと思います。ということで、まあ、2023年ね、6月16日に K45 がアンロックされて、世界が激変しましたと。はい。で、こっからちょっと進んでいきましょう。ココさん、1万パーセント一番乗り、誰だろう。いやー、バイパーとかね、もう有名どころの方たちじゃないですかね。カムイさん、戦勝記念塔の隣にも何か施設できますね。そうそうそう。ココさん、場内資源上もう少し枠増えますかね。どうでしょうね。K45 に増えた時にそれ出てこなかったからな。はい。2023年6月以降はなんかめぼしいアップデートはなかったんですけど、これね、ちょいちょいと、まあ箱アイテムですね。アイテムの中身がちょっとグレードアップしたりとか、ちょいちょいね、いろんな変化がありました。で、わかるやつで言うと、2023年8月かな ?2023 年8月29の週に、同盟ボスがね、
常設化されました。はい。同盟ボスはね、なんかたまに来て、また来なくなってみたいなので、すごく期間空いてたんですよ。でも、この8月29日からですね、同盟ボスが、毎週、開催されるようになりましたということで、まあ、これのおかげでね、私も文明装備が、結構手に入ったので、非常にありがたい変更だったんですけども、はい。同盟ボスがね、常設化されたのは8月29です。はい。で、続いて、翌月、2023年9月に行きますと、はい。ここの2023年9月の29日ですね。ここで、Voyage to Civilization。これ、文明の、名前が、毎日、無料で弾けて、ゴールドラダーのやつ。名前忘れちゃった。なんだっけ。文明の旅か。文明の旅だ、文明の旅。はい。ボヤージュが旅だ。そう、文明の旅のイベントですね。文明の旅のイベントで、運が良ければね、一発ツモで、手に入ると。まあ、そうじゃなくて、もう文明コインがね、まあ、溜まったら交換ができるっていう、この文明の旅が、出てきたのがこの9月29ですね。はい、この理想の国のアイテムがね、もうなんか全然課金じゃないと、買えねえじゃねえかってなっていたんですけれども、まあ、運が良ければね、ゲットできるっていう仕組みになったのが、この9月29日からです。はい。続いて見ていくと、2023年の10月ですね。はい。これね、サーバーによってちょっと違いがあるので、うちのサーバー、1186のサーバーの限定の話になっちゃうんですけども、2023年10月27日に特製の5がアンロックされました。はい。確かね、うちのサーバーよりも前に、自由特性うんちゃらっていう、先にね、コメントしてた方もいらっしゃったので、他のサーバー先に来てた気がするんですけど、うちのサーバーは、この2023年10月27日にですね、新しい特性5が出て、その特性4までね、違うな、特性3まで、全開にすると、この自由特性っていうやつをつけられるようになるよというね、イベントが、始まりました。機能がアンロックされましたと。ただ、この頃ってルーン全然集まんなかったんですよね。まあ今も大変なんですけど、だいぶルーンって集めやすくなったかなと思っていて。私ね、でもこの時ね、多分ね、ルーンね、まあギリギリエレクトラ1人、特性を、まあ、全部、解放できたかなみたいな、なんかそんなタイミングだった気がします。はい。ということで、そう、これね、私、青いね、翼をゲットする、準備をしていた期間だったので、すごく、嬉しくて、もうすぐこの自由特選のね、戦場の達人を、集めようっつって頑張ってね、集めた覚えがありますね。はい。コメント、たまには読まないと。はい。島内さん、場内が拡張したりするかな。場内の拡張もね、あってほしいですよね。カムイさん、ここさん、本当それ増やしてほしいです。もう私も、もう、資源設備を建設させてほしい。もうお金かかってもいい。SE さん、コンジャルはコメントありがとうございます。さあ、タモンさん、そういや、同盟ボスのポイント貯めて文明装備引きました。高齢の弓2回目、高齢の弓おめでとうございますかと思ったら2回目か。メテオないから当分保持上げできません。ホルツイベントでね、スターメテオライト交換できるので、ぜひそこまで。でも弓羨ましい。メルコクさん、今来た産業。はい、懐かしすぎます。昔のね、スケジュールを振り返っています。2023年6月に K45 がアンロックされたよっていう話から、今ここまでね、振り返りをしています。10月まで来ました。コさん、カミさんですよね。いや、もうほんとそう。もう、資源設備が一番増やしてほしい。もう、バフが増えるのは勘弁なんだよ。はい。ということで、続いて2023年11月に行きますと、はい。ここでね、11月じゃないんで、もう1ヶ月進んで、2023年12月1日ですね。ここで、7周年イベントが来ましたということで、ファーゾルトドラゴンの追加だったりとか、ナポレオンプライム、アンドレマッセナ、要塞スフィンクスみたいなね、特別な、イベントがね、この時から結構増えましたなと。で、この時のナポレオン系のイベントからですかね、その3ヶ月に1回来る特別なイベントの、もうなんかバナーとかが固定されて、ちょっとワンパターン化したのがね、ここからかなって感じがするんですけれども、はい。
要塞スフィンクスみたいなね、珍しいイベント、ちょっとおもろかったまあちょっとね、続いたらめんどくさかったんですけど、おもろかったんですが、もうなんかこういうの来なくなっちゃいましたね。ちょっと残念です。はい。で、上位の警官が初めて登場したのがここです。ここで、上位の警官っていう表現でちょっと伝わらないかもしれないんで、一回ちょっと画面戻って、上位の警官って言ってるのは、この理想の国のアイテムで、赤いやつですね。はい、このコレクションのところ、チャンピオンって見ていただくとわかるんですけれども、そう、通常、いつものね、イベントであるのは、このリミテッドっていう風になっています。で、これね、この辺の経過はね、7個で交換できたりだとか、特別なイベントでもらえる系なんですけども、こちらのチャンピオンのやつは、ゴールド、記念コインか、が12個必要。12個必要なんだけど、ちょっと効果が、最初からね、効果っていうか、この、景観ポイントがちょっと高めに設定されてるみたいなね、施設になりますと。はい。これがね、初めて、アンロックされたのが、12月1日、2023年12月1日ですということで、こっちかなじゃあこっちか。はい。ナポレオンのね、警官がゲットしました。出てきましたと。で、これが、この特別なイベントじゃないとね、交換できないので、はい。またね、こういうイベントが来たらいいんですけども、今のところね、1年に1回、12月にしかね、この増えてないかなっていう感じがします。はい。ということで、上位警官って言っていたのはこれですね。ほいほい。さあ、ちゃっちゃと行こっかな。はい。で、セブンスアニバーサリーということで、7周年記念イベントがあったんですけれども、ここで、はい、アンロックコンビナントとなってますけど、これは制約システムですね。はい、7周年のタイミングで制約システムが生まれました。はい、将軍枠をね、圧迫する悪しきシステムがここで生まれてしまったんですね。はい、まあ、英語でね、右下ね、コンビナントって、はい、コンビナントってなってました。これ、さあ、そう、これ作ってて、そう、これ英語で作ってあげた方がいいかなって作ったんですけど、ちょっともう英語だけでしんどくて、メモにね、制約システムの追加って、もうメモもたまに書くようになってます。はい。ということで、そう、制約システムがね、生まれたのは2023年12月1日からですね。はい。で、これもね、確かね、先行サーバーが先に確か出てた気がします。はい。もうこっからですね、将軍の枠が急激にきつくなったの。はい。ちょっとひどいシステムだと思います。はい。あと、捨てちゃったね、将軍が、うわ、捨てなきゃよかった、みたいな、なんで捨てたんだ、俺は、みたいな、後悔、ね、することになった、はい、悪しきタイミングは2023年12月1日です。はい。まあ、ここでね、またね、バフのね、幅が広がりましたというタイミングが、ここになっていて、で、さらに重要なのが、2023年12月7日ですね。ユーミル箱が、ユーミル箱が出てきたんですよ。メルコックさん、あれ制約そんな前だっけ？いや、そうですよ。だって制約の一番最初ってナポレオンプライムですもん。これね、ナポレオンプライム。よいしょ。はい。制約システムが出た時に、ナポレオンプライムっていう、同じ将軍の、なんか、同型再犯とかするんだってなった。はい。この、ナポレオンが初めてこの制約システム。はい。ナポレオンとアントネ・マステナですね。はい。こいつらがね、一番最初なんですよ。はい。そのね、直前のルイ9世とかはね、全然制約なくて、はい。こっからですね。なので、そう、12月1日。はい。結構ね、だから、もう、毎日プレイしてると全然わかんないけれども、なんかあっという間に感じません？なんかつい最近だったな、みたいな。そう、これね、振り返ってみると、結構ね、なんか、こんないろいろあったな、みたいなのがめちゃくちゃあるんですよ。時はすぐに経ちますね。ほんとそうです。ほんとそうです。今北産業なんて最近の話ですよね。はい。ということで、12月1日の話は、次で、そう、12月7日にですね、ユミルのサプライズボックスが、出るようになりましたと。ニコさん、こんにちは。コメントありがとうございます。はい。ユミルボックスもね、これも、うちのサーバー確か遅くて、
はい、これもね、サーバー内で、別のサーバーで、ユミルで変な宝箱が落ちた、袋が落ちたみたいなのがね、めっちゃ聞いてて、今か今かって待ってたんで、確かね、先行サーバーはもう11月の前半ぐらいから確か出てたんですよね。ユミル袋。はい、ユミルボックスって書き方しちゃってますけど、ユミルのサプライズボックス、袋みたいなやつが出るようになったのが、私のメモでは12月の2023年12月の7日からでした。はい。結構ね、あのー長いこと出るようになってくれてたんですねという感じですね。はい。で、2024年1月ですかね、ここで、初めての COC、文明の衝突がありましたと。文明の衝突はね、なんていうか、何回か姿を変えて、やり直していて、で、なんかフィードバックでなんかアンケート求めたりとか、文明の衝突はやっていて、固定化されたのがね、去年の最後の12月のやつからが、固定化されたね、文明の衝突って感じで、はい、この時はね、一番最初に、1月15日に来た文明の衝突が本当に第1回の文明の衝突でした。メルボックさん、確かに弓蔵さんはそこら辺だったかも。そうそうそう、そうなんですよ。はい。11月にその噂がめちゃくちゃ出回ってて、ずるってなってたんで。はい。はい。続いて、2024年、1月29日ですね。このタイミングで、ヘカテのイベントが、固定化されました。固定化じゃないね。これ一回、初出のヘカテがこのイベント、この時だ。はい。ヘカテは、何回か来て、またね、しばらく来なかったんですよ。で、途中から固定化されたんですけれども、はい。ヘカテイベントが一番最初に来たのは、この1月の29日のタイミングでした。はい。ここでね、今ちょうど島永さんコメントしてくださったフレイヤとかね、イーデンが出てきましたが、そうなんですよ。そういえばもうフレイヤとかイーデンとかもう型落ちという事実、そうなんです。はい。このイーデンやね、フレイヤさん制約持ってないですしね。いや、未だにフレイヤさんとかは、援軍で結構上位じゃなかったでしたっけ、一応。援軍、援軍系の将軍としては。上位だったような気がするんですけれども、まあ、とはいえですね、もう、インフレが始まってもう1年以上経過したので、やっぱちょっときついですよね。はい。エボニーはね、もう2週間に1回新将軍が出て、ちょっとずつね、インフレしてるんで、はい。そうなんですよね。はい。まあ、ヘカテが来たのが、1月の29日でしたと。はい。で、またちょっと空いて、はい。ここですね。これ重要です。2024年3月5日、フン族が、固定化されました。はい。もう、この時までね、フン族めっちゃ待ちわびてたんですよね、私。そう、もうゲームを始めたタイミングでは、フン族なんていうのを知らないのに、実質的にフン族関連の、クエストがめちゃくちゃあって、こうもうやれないのに、こういうのあるのちょっとひどくないみたいな、思ってたんですけど、はい、フン族がね、ついに、何年空いたんだ ?2、3年。はい。私のね、始めた時にはもうすでになかったので、多分3年以上空いたのかなと思うんですけれども、はい。まあ、こういうのはね、DSN チャンネルさんの方が詳しいと思うんですけれども、そう、フン族の、復活、何年ぶりかわかんないけれども、フン族が復活したのが、2024年3月5日ということで、フン族もね、だからもう1年続いてるんですよね。はい。なんかあっという間ですよね。はい。ここで、このタイミングでフン族が復活しましたと。まあ、最初の頃はね、ちょっと楽しかったんですけども、途中からちょっと大変で、はい、もうみんなで時間合わせてじゃないと、ちょっともうヘルとか入りたくないな、みたいになってます。はい、最近はね、はい、とても DSN チャンネルさんのみんなで用意ドンで入るやつにお世話になってます。よいしょ。ココさん、イーデンちゃん、援軍将軍として未だに地味に頑張ってくれてる。ドミトリーどこ行った？もうドミトリーはちょっと、なんか雨に濡れてる雰囲気だからちょっとダメですかね。カムカムさん、コンジャルはエボニー始めて657日。おー、すごい。普通、2年 ?2 年経ってない。2年経ってない。じゃあ、あれですね。始めた段階でもう計45でしたね。計45がアンロックされてましたね。はい。ちょうどこのぐらいかもしかして。はい。
じゃちょうどこのぐらいじゃないか。今2025年5月だからな。これは365日近く前だわ。DSN の粉属指は良い客ですね。良い客ですね。はい。あれはもう、あれが、そう、本当そのね、戦力のね、条件がね、間違ってますね。最低でも2倍にしてくれないと、みんなハイエナするんで、いや、そのハイエナね、したくなる気持ちはわかるので、そういうふうに作った運営が悪いと思います。あの別に戦争の火種にもなるわけでもない、ただただプレイヤーが不快になる、非常に悪しき仕組みだと思います。はい。先日のアンケートでもなんか文句を書いたような気がします。は置いといて。さあ、2024年のね、4月ですかね。はい。ここで、ライン川のイベントかな。グンサー、メリッサ、メリッサリーニ、メリッサーニ、メリッサリーニ、ちょっと間違ってるかもしれないですね。はい。グンサーとメリッサリーニのが、出てくる、ライン川のスペシャルイベントが始まったのが、4月19日です。はい。この時のね、一戦級だった軍曹はもういつの間にかね、型落ちになってるというね、ひどい、えぐい事実ですね。はい。で、こっからちょっと残すようになってるんですけど、はい。この特別なスペシャルイベントと合わせて、同時還元が来ましたね。スピードと資源を、同時に、還元できる、一気にね、育成が進む同時還元が、ここのタイミングで来てます。島流しさん、ヘルで M を見るとそっと抜けたり、いや抜けます、抜けます。私でさえ抜けるし。てか、私の 3B でさえね、雑魚扱いだと思うので、はい。もう 10B ないとダメですよね、きっとね。ココさん、ラリーセッターになりたくなくてすぐ逃げるのは私です。ココさん強いじゃないですか。セッターになってほしいな。ちょっと待ってくださいね。あ、OK。よいしょ。OK よいしょ。はい、ラインガーのイベントが4月の19日ありました。で、またしばらく名もなくて、あ、2024年6月ですね。ここで上位真珠が、アンロックされました。はい。上位真珠って言ってるのは、真珠スケールが400じゃなくて800必要になって、デバフが2つつくようになったあの赤い真珠たちですね。一番最初のやつは狼ちゃんだった気がするな。名前、何やっけ。ハティか、ハティ。はい。ハティがね、一番最初に出たのがこのタイミングです。はい。6月、28日。2024年6月28日に出ましたと。で、ついね、先日もね、新しい、やつ、おっこと主様みたいな、おっこと主じゃないか、こいつおっこと主じゃない方だな。獅子神様か、獅子神様みたいなやつがね、出ましたということで、今ね、4体、ハティ、ヨルムンガンド、オッツォ、デニュールみたいなやつ。はい、4体出てきましたね。ということで、まあ、大体ね、真珠も3ヶ月に1回出るんですよね。はい。なので、そう、まあ、1年前に出て、まあ、ちょうどということで、またね、6月ぐらい、6月、まあ、つい最近出たばっかりだからな。まあ、なんか 3ヶ月、4ヶ月、ちょっとね、ずれてる気がするんですけども、はい、ちょっとずつね、後ろにずれてる気がしますけれども、まあ、約、1年前ぐらいに、上位真珠が出ましたよっていう感じです。ミロさんこんばんは。戦勝記念塔7着工のため、久々にパズルやりました。確認が面倒なので、真珠の力を分かるようにしてほしいです。できましたおめでとうございます気がするな、それ。パズル、成功しましたね。そう、真珠のね、戦力めんどくさいですよね。なんかメモって計算して私も、やんなきゃなって思ってるんですけども、そう、なんかドラゴンみたいに真珠の戦力を見せてくれりゃいいのに、あの、わざわざ内部数値っぽくする必要あるっていう感じですよね。はい。いや、戦勝記念塔7いいですね。素晴らしい。はい、上位真珠がそんなところで、まあ、4月からね、3ヶ月経った、7月26日、ここでヘブンリーファイヤーのシグルス・ラグナルの、イベントが、来たのが、この去年の4月26日ですということで、はい、
この時にもね、同時還元イベントが来てますということで、このスペシャルイベントと、合わせて同時還元が来るっていうのが、ここのところのね、傾向として続いていましたっていう感じですかね。はい。で、この辺もね、いろいろ変化があったような気がするんですけども、ちょっとね、メモしきれてなくて、はい。多分そんなに大したやつじゃなかった気がします。多分ね、あんまり影響少ないなってやつ入れてなくて、例えば紫将軍、レジェンド将軍が、覚醒できるようになったのって、確かね、2024年の1月か2月あたりなんですよね。はい。雪村だけ非常にお世話になってるけど、あんま関係ないかって言ってね、メモ入れてないんですよね。はい。今後は入れておくかって思ってるんですけれども。はい。気になるところはなかったということで、続いて進んでいくと、はい。ここからね、サーバーマージのメモをするようにしました。2024年8月5日に、サーバーマージ1周目。8月12日に、サーバーマージ2周目ということで、この8月後のタイミングは確かね、3桁サーバーかな？ 3 桁までのサーバーのマージ。はい。もちろんね、3桁と4桁のマージのパターンもあるんですけど、その左側、メインというか、その小さい側のやつが、その3桁のやつが、メインのマージが1周目。で、2周目に、この4桁サーバーっていうような感じで、2週に分けてね、ここからサーバーマージがありました。はい。これが去年の8月5と8月12。で、ちなみにね、このサーバーマージの直前って、晩祭りが始まるんですよ。はい。エボニー夏の晩祭りがね、確かあって、なんかそんな感じの、YouTube の配信タイトルにしたような覚えがあるんですけれども、はい。その感じでいきますと、はい。私の予想では、来週の月曜サーバーマージなんで、今週、晩祭りがあるんじゃないかなってちょっと思ってます。今週、来週あたり晩が増えるんじゃないかな。はい。っていうのは置いておいて、8月にそんなイベントがありました。で、次に9月。はい、2024年9月ですね。はい、ここでミリタリータクティクス、戦術ですね。戦術っていうシステムが急遽増えましたということで、はい、集結の場にね、まさかのアイコンが増えるということで、これね、確かね、このぐらいの時に文明のカードも増えてるんですけど、私これメモ忘れてるんですよね。はい。おそらく、この近辺のところで、確か、文明のカードが増えたような気がするんですけど、私今回それメモれてなくて、はい。ちょっと、ね、情報が足りてなくて申し訳ないんですけども、確かね、軍事戦術とほぼ一緒に文明カード来たような気がするんですよね。島永さん、前にオールスタープレイヤーが直前までバンされてましたよね。ありましたね。今年の、1月去年の1月か。はい。直前までその3日間バン食らっていないみたいなやつありましたよね。一応当日参加できたみたいんですけど。ありましたね。そう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 。バンが発生する時期なんですよ。はい。続いて、2024年9月、エキスペディション。エキスペディションってなんだっけこれ。なんで私メモ書いてないんやろちょっと待ってね。なんだっけエキスペディションが出てこない。ちょっと、うん。ああ、ありがとうございます、メロコックさん。そうでした。遠征です。はい。はい、ここ、今、今映せてないけど、エボニーのところ、壁のとこ見に行ったらあったわ、エクスペディション。はい、遠征がね、始まったのはここですね。はい、2024年9月20日ですね。ここで遠征っていうのが始まりましたと。これもね、はい、遠征もね、いつも通りです。1186のサーバーが始まったのが9月20なんですけれども、はい、これもね、ツイッター上では、それよりも前のタイミングでね、遠征の話してる人が結構いらっしゃって、なんだろうって気になってたんですけども、はい、この遠征のシステムがね、うちのサーバーに来たのは9月の20日でした。はい、これはね、いいシステムですよね。リソースが一気にね、もらえるっていう。これ、この時じゃないかな。一番テこ入れ感感じたの。はい。大体ね、1年が過ぎた頃にもしかして来年、2025年5月、2025年6月ぐらいに計50アンロックされるのかなみたいなね、噂が
ここから増えたと思います。はい。遠征でもう明確にリソース配ったんで。はい。非常に助かりましたね。これのおかげで、K38 に予定より早く着工して、今 K39 になってるわけで。はい。遠征はね、非常にありがたいシステムです。ちなみに、文明の衝突始まったら遠征のクリア時ですということで、これはまたね、文明の衝突が来るぜってなった時には、お伝えしようと思いますが、はい、まあいいや。遠征というね、システムが、出てきたのが、この、2024年9月20でした。塩梨さん、常に監視してほしいですけど、いや、本当ですよね。私、アンケートに、その不正プレイヤーを消してほしいっていつも書いてます。はい。あとは2024年10月ですかね。はい。はい。2024年10月18日に増えたのが、グローリーアリーナ。まあ、グローリーアリーナはね、別に常設イベントじゃなくて、たまに来るようになった、たまに来るイベントなんですけど、まあ、結構、影響かっていうか、まあ、特別なね、イベントかなと。なんか単にリワードを配る系のイベントじゃないかなというので、ちょっとメモを入れてました、グローリーアリーナ。あとはこのクラフトメダルは、あれですね、この装備の製造所のやつですね。はい。これね、画面出した方がわかりやすいか。こいつね。装備じゃないか。装備ではない。リサーチファクトリーのクラフトメダル。はい。なんか、PC からだとバグってんだ。出てこないじゃん。はい。なんか、私の画面なんか出てこないですけど、はい。このシステムがね、出たのが、2024年の、2024年の10月18日。はい。このタイミングで出てきましたと。はい。装備製造スピードアップがね、もうめちゃくちゃ余ってたので、あとはいらない将軍とかも再利用できる非常に素晴らしいシステムだなと思ったんですけど、結局、ある程度以上ね、上げるためには、課金アイテムが必要で、装備製造スピードアップをなんか消費できたのは最初だけで、うん、なんかもう結局、あってないものになってますね、私にとってね。塩永さん、なぜか3ヶ月ぶっ続けてラリーし続けるブラック企業もびっくりの社畜エリートがいるので取り締まってほしい。はい、ツールをね、使ってたり、なんかスクリプトの話とかね、ちょっとね、聞いたりしますからね。うん。ね、運営はお金払う人には優しいですからね。きっとお金払ってんのかな。はい。続いて、2024年11月15日。はい。これね、2000、7周年記念って2023年の12月1日だったんですよ。はい。これね、私予測めっちゃ外れたタイミングで、なんかめっちゃ早く、はい。6周年も7周年も12月だったんです。去年の8周年イベント、なぜか早くて、2024年11月15日に来ました。はい。8周年イベントがね、こうできて、まあ、同時還元はいつもように来ているんですけども、まあ、ここでね、またいつもの、新しいドラゴンが増えたり、はい、ここは、あれですね、グラディエーターコラボの時なので、ナルキッソスとかね、歩兵系の、将軍が出たのが、先日のね、この前の8周年記念イベントになります。はい、8周年記念イベントなんでね、なんかちょっと前のイメージなんですけど、まあ、11月15日でしたね。もうだいぶ、半年ぐらい経ちましたね。はい。さつきさん、今私の PC からだといろいろ同盟外りのクエストやオークション一覧など表示さなかったりな。なんなら行軍も出せません。行軍出せないのきつすぎるな。キャッシュクリアとかをするとね、改善されたりするんですけど、キャッシュクリアすることで、なんか変なとこが悪化したりとかもするので、ちょっと難しいところなんですけれども、琴引さんだったかな。PC からのキャッシュクリア方法についてはね、確か琴引さんという名前で合ってる気がする。琴引さんが、なんだっけな、固定コメントにしてくださってると思うので、そちらをね、参照いただけると良いかもしれません。X ですね。はい。そうなんです。私もね、昨日ね、アレースの血を使う
とか、あとスキルの付け替えをしようかなと思ったんだけど、PC からだとできなくて、スマホでね、やり直した感じですね。はい、ということで、8周年記念と11月、8周年記念が、2024年11月にありましたと。で、2024年11月22日、もうこれはね、記念すべきアップデートですね。はい、プリセット、集結の場のプリセットとか、行軍のね、設定の、改善があったのが11月22日です。これはね、もう本当にいろんな、変化をね、エボにはさせてますけど、その中でも本当にもう満足度の高い、もう一番素晴らしいと言っても過言じゃない、アップデートがね、この時です。はい。11月22日は素晴らしかったですね。はい。このね、プリセットのおかげで、全部のね、レイヤーに1000ずつ設定するだとか、ああいう、もう、めちゃくちゃしんどい思いをしなくて良くなりましたね。はい。実にリリースから8周年経ってからのようです。はい。怠慢じゃないかな。素晴らしい変化だったけど、8周年経ってやっと、まあ、これね、こういうの無理かなと思ってたんですけど、まあ、ここにね、手を加えてくれたのは良かったですね。なんか最近特に PC のバグがひどいような、いや、そんな気がします。でもなんか、いろんなパターンのバグにぶち当たるので、はい、文明ルーレットとかキラキラしてて何も弾けないですね。はい。これ、映ってないカレンダーが映ってるのをいいことに、ちょっと行軍を出そうかな。ラリーに参加したいな、エピックヒドラ。よいしょ。アザゼルさんが呼んでますよ。アザゼルさん呼んでます。ちょっと待ってください。アザゼル参加させて。アザゼルは参加したい。頼む。頼む。最近アザゼルラリー見てなかったのに。いいね。はい。戻ろう。ライセンでコミナリさん、プリセットは使えるのか使えないのかよくわからない機能。プリセット使えますよ。ですね、プリセットの使い道としては、なんかバフをね、切れたタイミングで触った時に、もう行軍が崩れちゃった時とかもそうですし、あとは蛮族ですね。私、蛮族の時には、一番右のプリセットをね、蛮族用とかピラミッド用に分けてるんですけど、その蛮族の設定をするときにも、プリセットで一気に、レイヤー設定したりとかしてますかね。あと、マックスのやつも使いづらいかなと思いきや、モンスターハントで、ノーマルモンスターをただただ狩り続ける。そういう時には、マックス戦力のやつで、ただ順番にに出すだけでも別に怪我せずに稼げるんで、マックスプリセットもね、意外に使えるんですよね。はい。まあ、いつどう使うかは、もちろん人によって全然関係ないっていう方もいるかなと思うんですけども、私はね、全部お世話になってますね。まあ、ただ、マックスプリセットはたまに事故ってラリーに乗ってって怪我して帰ってくるんで、あれだけ、うわーってなりますけど、はい。一応ね、マックスプリセットもね、モンスターハントの王の対決の時には、あとね、今回の、魚集め、美食カーニバルの魚集め、これでもお世話になりました、私は。はい。メロコックさん、偵察兵士とかいう謎イベントがちょうど1年前にありました。遠征の調整前からと。私それ、うちのサーバーはね、それなかったですね。それ今初めて聞きました。偵察兵士。いや、そう、もうね、サーバーによって違うから、そう、これをね、まとめたり公表しても意味がないんじゃないかなってね、思ってて、で、やってなかったんですよね。でも、まあなんか、書いた方がね、わかりやすいかって、なんか最近空中で喋ること多かったんで、作ったんですけど、そうなんですよ。アップデートがサーバーによって違うので、必ずしもね、えっと、完璧に参考になるわけじゃないんですよね。まあ、なんとなくね、感覚。はい、この時期にこういうのが、そういえばあったな程度にね、捉えてくれるといいかなっていう感じが。あ、かずきさんこんばんは。寝てた。あ、かずきさん、エピック続集としておめでとうございます。興奮で寝れないかと思いきや寝てる。あ、河合さん、こんじゃるはコメントありがとうございます。島永さん、アザゼル借りたいけど、ラムネないともいい。いや、無理ですよね。うちのビッグは、この行軍はなんだ6.9M。6.9M の、T14 騎兵で、
はい。マルコポーロでぶん殴るみたいです。いつもね、この人殴ってくれます。怪我しながら殴ってるっぽいです。倒せる、神さん倒せるのそうですね。倒せるのすごすぎますよね。はい。もう文明カードが欲しくて優先的に参加しちゃう。メロークさん、共通なのはあった方がいいよね。いや、そうなんですよ。きっとね、便利かなと思って。和樹さんありがとうございます。ぐっすりでした。よく眠れた方だった。そう、和樹さんがね、属州都市をね、金の属州都市をね、1%を引き当ててたんでね、激強ですよね。そろそろうちのサーバーも金余ってほしいな。レジェンドはね、なんか、ちょっとずつ余り始めてるんですけど、レジェンド、スーパーレアも完全に余ってんな。はい、はい、11月の22日ね、記念すべきプリセットの、改善でしたというところで、続いては、2024年12月ですね。はい。これね、オールスターが終わったのが、この15、16だったんですよ。私ね、これメモしてないですけど、私がね、出たオールスターが、12月の8でしたね。で、私は昇格戦で負けてしまったので、準決勝進めなかったんですけど、準決勝が12月の15、12月16が決勝。で、このオールスターシーズンが終わったタイミング、あ、違うな、21、22か。はい。で、このオールスターのシーズンが終わったこの直後、12月23日にちにサーバーマージがありました。はい。そうだよね。オールスターぐらいメモっときゃよかったな。はい。もう一つの私個人用のやつには多分ね、メモってる気がする。ちょっと待ってね。そう、事故るかなと思って、私の個人用じゃなくて、今この一般ピーポーのね、画面で見てるんですよ。なのでログインしてないんですけども、そう、だからこそ皆さんもね、ウェブから見るとこのように見えます。ちょっとね、スマホからね、なんか見えづらいっていうか、日付を選択してこの日なんちゃらっていうのをね、見るのしづらかったんですよね。だからちょっとね、スマホだとね、使いづらいかも。スマホもね、アプリだと使いやすいんですけど、でもそうするとね、アプリになんかアカウント作ったりとかしなきゃいけなくて、まあ、ちょっと大変かもしれないので、はい。ブラウザから見る、もしくは、アプリダウンロードいただいて見るのがちょっとおすすめではありますが、はい。オールスターは、いや、オールスター、私さっきちょい言ったので合ってたわ。私、12月の8に私、オールスター12月の7か、12月の7にオールスター参加していて、オールスターの本戦、オールスター14が終わったのが12月14と15でしたね。で、12月の16なんもなくて、なんもないんだってなってから、2週間目の12月23にサーバーマージが発表されたんだ。はい。ということで、サーバーマージ、12月23日にちにありましたよということで、やっぱね、オールスターが終わると、サーバーマージが来るんですよ。はい。ということで、まあ、もしかしたらね、この時みたいに1週なくて2週目にサーバーマジがあるっていうパターンかもしれないんですけれども、やっぱ、来週か再来週ぐらいサーバーマジ来るかもなっていう覚悟はね、必要かなと。来てほしいなと思ってるんですけど、私は。はい。うちのサーバーマジしてほしいなと思ってるんですけども、はい。そういうイベントがね、起こるかもしれません。はい。エルボックさん、1.4B、8MT15、モンスターバフ込みで5500%オーバーで、アザゼル分なくても 1.7M から 2.2M 負傷するだよ。そう、負傷するんだ。しかもその T15 だからもう、なんていうか負傷の負傷した時のその復帰も大変ですよね。やばすぎる。T15 めっちゃお高そう。モッカさん、魚釣りやっとコンプリートできました。おめでとうございます。魚釣り。はい、私もコンプリートしましたよ、今回も。もう、でもね、一回コンプリートしたら次から楽になると思うんで、慣れです、慣れ。島内さん、そういえばオールスターの報酬はいつもらいました？決勝の直後ですか？はい、決勝の直後です。オールスター期間が終わったら、ランキングが確定するのでもらえるっていう感じですね。なので、そう、この前のね、土曜日に敗退された方も、最終報酬ってまだもらえてなくて、オールスターが終わった直後、もうほぼすぐだったと思うんですけども、そのタイミングでもらいましたかね。ココさん、B17 以上は他力本願。いやー、そう、もう、B16 は無傷になったけども、デュポンからまたさらに異次元だからな。無理なんだよな。
はい、そんなところで、はい、サーバーマージがね、このタイミングでありましたよっていう紹介でしたとか言いつつ、ちょっと、でかいラリーに乗りつつ、画面隠れてるから、なんかやりたい放題だ。よくないな。はい。で、サーバーマージが終わりましたで、COC ですね。はい。COC の、まあ、なんかちゃんとしたシーズン、COC2 という名前で、始まったのが、この2024年12月30日、31日ということで、これさ、えぐかったっすよね。はい。皆さん覚えてますかね。こんな年の瀬、忙しい時期に、文明の衝突で2日間のポイント合戦、もう私、暁のモンスターめちゃくちゃ倒しましたよ、これ。はい。これね、12月30確か家族でね旅行して出先だったんだけれども、みんなが寝た後も夜な夜なずっとラリーじゃないな、ラリーじゃ足らないから、もう一人で、地方に行って、モンスターをね、ハントし続けるっていうね、もうなんか大変だった覚えがあります。はい。去年ね、12月30、31ですね。はい。で、はい、12月30、31に、この予選みたいなね、サーバー内での20位までの順位、25だっけまあ、順位を決める、イベントがあって、その後、1月の5日からバトルフィールド12、19、26。この辺はね、途中も喋ったような内容かなと思いますと。で、はい、1月の10、ここですね。はい、ここでもう2025年中に計50来るって確信した、はい、1月10日、ハンターズギフトですね。はい。ハンターラッキーボックスが出るようになったのが1月10日ですと。はい。で、あと、王の花道とか、軍隊の招集の、改善があったのもこのタイミングです。はい。これもね、はい。明確なテこ入れ2ですね。はい。これはね、すごかったですね。もうこれのおかげで、これのおかげといって過言じゃないですからね。私も王剣をね、やっと1個作りましたと。王剣系のね、文明装備やっと作れたんですけれども、やっぱハンターラッキーボックスの存在めちゃくちゃでかいですね。で、あと、まあ、そう、私はね、関係ないからメモってないですけど、このちょっと前ですよね、12月でしたっけオートラリーが出たの。はい。オートラリーが出て、で、オートラリーとまあ連動するように、このハンターズギフトが出て、あと召喚制に変わったのが、なので、このタイミングかな。はい。モンスターをね、モンスター召喚できだったの2月だっけ。はい。そう、私ね、自分でやってないからわかんないからメモってないんですけど、はい。少なくとも1月10日、ここで、かなりね、大きな変更、テこ入れがあって、ハンターラッキーボックスが出るようになったよ、王の花道と軍隊の招集が良くなったよというところですね。はい。ハンターラッキーボックスもね、なんか出るようになってしばらく経ったかなと思ったんですけど、まだ2025年1月10日の出来事でした。サダモンさん、私も B17 がギリギリですね。同盟突破は先日計4になったばっかりですが、あまり上位モンスター買ってくれないです。まあ、上位モンスター買うのもね、ラムネを使うかダメージを負うかですからね、なかなかやりたくないですよね。はい、うちの、ビッグは、傷つきながらも殴ってくれて非常にありがたいですが、はい、相当回復でリソース使ってるなって思います。神さん、和樹さんの今日も分けてもらおう。ちら、おめでとうございます。分けてもらいたい。和樹さん、他のゲームでは運が悪いのでどうでしょう。そうなんだ。モガさん、エボニー最初期の頃の一番大きな城って K25 でしたっけ。そこで離れた人が思い出出したように、もし今戻ってきたらドン引きするだろうな。いや、まあ、なんだかんだね、ソシャゲってこういうもんなんですよ。やっぱ、もう本当にインフレしないと買ってくれないから、やっぱインフレさせざるを得なくて。でも、インフレさせすぎると、今度は下がついてこないから、やっぱね、なんていうか、ちょっとずつ手こ入れ楽にするっていうのがね、えやるそういうサイクルが、あるのがまあ普通なので、はい、まあもうこういうのはね、もう気長に、そうで、ずっと最前線をね、走っていくのもめっちゃ辛いんで、もう、まあバランスよくね、プレイするのがいいですよ。はい。でも、バランスよくプレイしてても、なんだかんだ、なんとかなるんで、はい。
私、もう今でこそ K39 ですだけど、その K45 がアンロックされる前は、もうなんかもう K35 とか6時すんのも大変で無理だよって思ってたんですけど、なんだかんだ K39 まで今来てるので、はい、無課金で、オルトなしでもね、なんとかなってるんで、はい、まあ、なんだかんだ言って、エボニーの調整はうまいと思います。だからこそ金の搾取をし続けられるんだと思います。はい。8年もね、続いて、はい。8.5周年ぐらいまで、ね、来てますけれども、はい。こんなにね、ずっと集金装置として、素晴らしい成果を上げているので、うまいと思います。さあ、タモさん、タバコの値上げみたい。そうですね。そうですね。月見さん、K30 すごいってなってたんだけどな。かまちゃんなんか夢のまた夢。そうですよね。かまいたちとかも辛いって言ってた時期がね、あったはずですからね。はい。そのケルベロスのね、4とか、ベイヤールの4とかもね、K45 がアンロックされる直前に確かね、増えたんですよね。はい。まあ、その意味では新しいボスとかも、もしかしたら増えるのかな。いや、アザゼルより上はさすがに出ないだろうな、しばらく。はい。ということで。はい。ハンターラッキーボックスの話をしました。で、2025年2月ですかね。はい。ここで、まあ、もうここまで来るとね、もうつい最近の出来事ですね。2025年2月21日に、遺跡の仕様が変わりました。はい。なんか知んないけど、遺跡が。あの、はい。2023年4月より前の遺跡に戻りました。2023年4月ぐらいにね、遺跡のアップデートがあって、ザカリーとかが、出るようになったんですけど、今またね、ザカリーが出なくなっちゃったと。トミルスをね、私、元老院に置きたくて、かけらを450集めるぜと思ってたのに、ちょっとね、集める前にね、出なくなっちゃって非常に悲しいんですけども、はい、私、そのために遺跡を当てたというのと過言ではないんですけども、残念ながらね、遺跡が出なくなっちゃいましたっていうのが、2月21日ですね。で、2月21日に、同時還元。てかね、これ同時還元のこれ日付ミスってんな。多分、スターリーイベントが2月28日に来てるから、同時還元はこっちですね。あれスターリーイベント。スターリーイベント、あれですね。ヘラクレスとかのイベントですね。ちょっと待ってね。ヘラクレスのイベントって2月の28日じゃなくね？ 2 月の21じゃないかな。はい。これ、なんかこの日付は多分、スペシャルイベントの位置がめっちゃ間違ってます。あ、カズキさん、イフリートからのかまいたちが遠かった記憶、ファフニールも同様。あ、そうなんだ。いや、そう、月見さんとかカズキさんとかね、歴が長いですからね。ココさん、イフリート倒せるようになった時めっちゃ嬉しかった。そうか、ココさんも、コさん勢なんですね。神さん、始めた当初、所属同盟のメインラリーはヤシャでした。ヤシャ、懐かしい。ヤシャ、焼肉祭りという名のミノタウルス狩りをしてたかも。焼肉祭り、いいな、それ。神さん、メンバーが初めて盗賊倒した時はお祭り騒ぎだった。なるほどね。懐かしい。私多分その頃ね、多分やってなくて、最初ね、エボに始めて2ヶ月ほぼ放置してたんで、2ヶ月後にね、始めた時にはもうみんななんかもうこなれてて、なんか、へえ、なんか、ラリーっていうものがあるんだ、みたいな。もうなんか一人で参加してたんで、一人でプレイしてたんで、もう全く分かってなかったんですよね。懐かしい。でも、そりゃ、そりゃ最初に倒した時は喜ぶよな。はい。ちょっと、これ後で直しときます。はい。これ2月28じゃないはずです。3月の7日、2月の21です。ので、後でずらそう。だから同時還元のね、タイミングと一緒だからね、これ絶対ね、2月21なんですよ。はい。もう、これ違う。そうだ。これ、今、ゲストアカウントというか、ログインしてないからダメだ。やめよう。
そう、ちょっとね、ログインするとね、私のアイコンのところを気軽にクリックするとね、なんかいろいろ余計なものが見えすぎるからね、ちょっとね、一回やめてるんですよね。島永さん、確か K30 でやっとかまいたち倒せて、ドラゴンスクロール取れるようになって嬉しかった思い出。ああ、そう、ドラゴンスクロールとか落としますからね。和樹ちゃん、初期は何も知らず、歩兵でモンハンしてた人です。歩兵、私もそうだった気がする。なんか、透明に入って怒られた覚えがある。シエロソラさん、コメントありがとうございます。2倍速からの追いつき、お疲れ様です。追いつき、お疲れ様です。ありがとうございます。皆さん、私も最初ぼっちだったんですが、なんで白い線が右へ左へ走ってるか分からず、ひたすら追いかけてました。そう、一人でプレイしてるとね、分かんないですよね。私は、一応、前のね、似たようなゲームをしてたから、感覚が分かったんですけど、感覚が分かっていたからこそ、その同盟に入るともうめんどくさそうだから、まあなんか別にそんな続けないだろうしっていうね、いうので、なんかまともにやってなかったんですよね。はい、それがね、今や、こんなにね、毎週配信までしてるんだから不思議なもんですよね。はい、そんなこんなで、編集できないんで、後で編集しとこう。はい、続いて、はい、3月の7日ですね。はい、このタイミングで体感者の泉が出てきました。はい、この体感者の泉もね、出てきた時にね、発覚したんですけど、サーバーによっては、この体感者の泉のコインが買える、パッケージがあるのに、うちのサーバーはなかったと。はい、こんなところでも差をつけるんだ、不思議、みたいなね、話を配信の時にね、した覚えがありますね。はい。体感者の泉が出たのは、3月の7日なんですけれども、この体感者の泉を上げるための今ずっと来てるレンジャーのイベントが来たのは、その2週間後、次の長期イベントのタイミングでしたね。3月の21日に、レンジャー騎士団のイベントが出るようになったし、ガルーダの、報酬が良くなったタイミングがここでした。はい。まあ、このレンジャー騎士団のイベントはね、うちのサーバー以外のところは前から来てたっていう話だったんですけど、はい。うちのサーバーが来たのはこのタイミングでした。で、ちなみに、ランクコンテストですね。はい。素晴らしい、素晴らしい。もう今や来なくなってしまった。ランクコンテストが、来たのが3月17日でしたね。はい。ランクコンテストも、事前にね、来ているサーバーはあったんですけども、うちのサーバーできたのが3月の17日。この時は、結構ね、いろんなサーバーが同時で来てたみたいですと。で、これ以降来てないというね。はい。なんか、ちょっと、ね、頼みますよ。まあ、ね、きっと、計50アンロックされたら来るんじゃないですかね。はい。期待してます、上さん。お願いします。はい。で、3月の28日ですね。こっから新しいワールドボスになりましたよね。はい。初回報酬だけね、いろいろたくさん、エピック将軍のチケットがもらえると。はい。これね、騙されましたね。はい。これ毎週エピックのやつもらえるのかなと思ったらね、違いましたね。1種類につき1回だけでしたということで、ここからワールドボスがね、月曜日以外、火曜から、日曜日の、リセット終わりまで、はい、出続けるというような、仕様変更があったのが、こっからです。はい。新しいワールドボスになってね、これよりももっと前かな、ワールドボスでね、怪我人がね、出なくなったっていうの時から素晴らしかったんですけど、はい、毎日殴れるね、ワールドボス、これもう非常に穴場なので、はい、20位以内にね、常連で入れるようになってめっちゃ嬉しい、はい、ワールドボスが始まったのはここからです。はい。で、もう、この辺はね、つい先日のことなんで、4月の4日に、ハーベストセレブレーションギフトということで、これはタイル箱ですね。レベル15以上の資源土地から毎日1個だけ、サプライズボックスが、まあ、ゲットできますよというところで、はい、これのいいところはね、ウルトラドラゴンコインがね、手に入るっていうね、珍しい、イベント、やつになってて、これもね、テこ入れ系の話ですよね。はい。ということで、ちょっと読めてなかったんで、もう一回、戻ってみようかな。なやさん、猫さん、K20 とかそれぐらいの頃、モンハンの200キロが遠かった。モンハンの200キロはね、遠かったですね。その、行軍速度がね、遅いから、
はい。なんで遠くのとこ行くんだよと思ってたんだけど、今になったら200キロ全然余裕で出すんですけれども、はい。確かに。シエロソラさん、ぼっちからの日本人同盟所属するも誰も喋らず所属してもぼっちしてました。あるあるですね。はい。みんな別に喋らないからね。そもそも AC 見ないみたいなね。はい。その仮想同盟とかだとそうなっちゃうからね。そう。別に日本人にこだわらなくていいかって言って私、そう、なんか上位同盟にね、入ってましたね。サータモンさん、昔弱小同盟に所属していた頃、当時のトップ同盟者にもらったメール、絵文字が化けて、殺すが散りばめた文章で恐怖した思い。いや、そう。顔文字よく殺すになりますよね。なんなんですかね。その、悪意ある変換やめてほしいですよね。すげえわかる。なんか知んないけど、殺すに溢れてるんですよね。やばい、この配信で殺す言ったら、じゃあバンされちゃうよ。でもすげえわかる。ランコンテスト早く常設してくれ。ほんとそう。ほんとそう。もう常設じゃない、常設とまで言わないから、もう1ヶ月に1回はやってほしい。月見さん、私はもう出来上がってるコミュニティに入ったので、なんか寂しくてやめようと思ってすぐ入れてしました。そうだ。そう、シエロソラさん、そうそう、その顔文字ね、その顔文字がね、札なんですよね。なんていうか、なんでそんな逆な変換になるわけっていうね、感じ。はい。神さん、エボニーがソシャゲ初体験だったので、誘ってくれた人のメールと誘いも NPC だと思ってました。懐かしい。初体験のソシャゲで重いのやっちゃいましたね。エボニーは結構、そのソシャゲの中でも結構重い。まだなんか白猫プロジェクトとかライターのやついろいろあったのに。月見さん NPC か。シエロサーさん、変な割引メールがいっぱい来た時期ありましたね。マンさん、はじめまして。ワンさん、1935サーバーで頑張ってます。見かけました。DSN チャンネルさんでもコメントされてましたよね。初コメありがとうございます。はい、よかったね。私の、YouTube チャンネルも、登録や、グッドをね、押してもらえると助かります。なんだっけあれの話してくれてた気がする。ザマの対戦だっけ。ザマの対戦で、昔の真珠がゲットできるみたいなイベントがね、1935のサーバーではあるよっていうところを確かコメントされてたので、見かけた覚えがあって、おお、そうなんだって思った覚えがあります。コメントありがとうございます。はい、今ね、それこそね、1935のサーバーだと全く感覚がないかもしれないんですけど、今共有スケジュールみたいなのを公開していて、2023年の6月に、はい、一回戻るか。2023年の6月に K45 がアンロックされて、え元老院とか理想の国とか刻印っていうシステムが出たんだよっていうのを喋って、1ヶ月ずつガーってきて、今、ちょうど4月に来たところでした。はい。はい。で、6月13日に解放されるんですか。はい。ということで、2年に1回アンロックするんですよ、上限が。で、2023年6月に、K45 がアンロックされ、2021年6月に K40 がアンロックされ、という来ているので、その流れから2025年の6月に、K50 がアンロックされると予想していて、で、大体ね、長期イベントのタイミング、なので金曜日ですね。で、金曜日の長期イベントが6月に来るのが6月の13か6月の27なので、この2択どっちかです。で、おそらく6月の13日、金曜日に、K50 がね、アンロックされるんじゃないかなっていうふうに思ってますっていう、その予測をね、ここに載っけてますね。はい。島永さん、私は最近 RSS 販売のチラシを初めて見ました。なんかそういうのも、あと、このツール導入しないかみたいな、自動でタイルから、引き上げるツールみたいな、なんかね、サーバー戦争の相手からそんなメールをもらったことがありますよ。マサルさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。月見さん、白猫やってたあのアカウントどうなったんだろう。そう、私もね、白猫やってました。パズドラとかも超やってたんで、パズドラジャルで検索すると私のブログが出てきます。マンさん見てくれて嬉しい。ありがとうございます。敬語じゃ解放されるまでアイテム開かない方がいいとおっしゃってたのですが、開かない方がいいのでしょうか。過去に2020、3年
6月のタイミング、K45 が、アンロックされたタイミングで、箱の報酬が良くなったんですよ。だから貯めてた人が得したっていうことがありました。ので、同じことがあるとは限らないんですけど、もし同じことがあった時に、ショックを受けそうだったら貯めといた方がいいです。まあ、それも仕方ないよねと、必要だから開けたんだぜっていう感じで、はい、諦めがね、つくのであれば別に問題ないんですけども、私は、クソかって思ったので、今回は貯めとこうかなって思ってるって、そんな感じですかね。はい。もちろんね、来るとは限らないです。全然、来ない可能性もあるんですけれども、もしかしたらね、今持ってる宝箱の中身も良くなるっていうことが、少なくとも2023年6月の時には起こったので、まあ、貯めとくかっていう、そんな感じですかね。はい、石橋さん、RSA 殺務は手動なので合法って言ってましたが、さすがに脱法 RSS です。脱法 RSS 受ける。うん、違うんですよ。その譲渡関連のところは、合法なのは、ファミリーアカウントだけのはずですよね。運営が、許したのはファミリーアカウントで、それ以外、あれを作ったからにはそれ以外は違法だぜって言いたいのがファミリーアカウントかなと思ってんだけどな。おもろいな。はい、あと何かあったっけ？あ、そうだ。4月21日にちに、初めてのキングダムアリーナが来ましたね、と、はい、いうところで、あとはね、週間のイベントを、ちょっと前のところから残すようにしてます。これね、皆さんも気づいてる方いるかと思うんですけれども、例えば、フ族のイベントって1ヶ月に1回来るんですよね。必ず、このスピードアップの還元イベントが終わった後の、空いてるタイミングの火曜日から金曜日にフ族のイベントがあります。この前ね、ちょっとずれてて、水曜開始の土曜終わりっていうね、タイミングが初めてあったんですけども、基本的にはフ族のイベントって、1ヶ月に1回、正確には4週間に1回来るので、前回は5月の29から、4月の29から5月の2日までがフ族のイベントだったんですけども、次、みんな大好きフ族が来るのは、5月の27から、5月の30日、この4日間でフ族が来ると思いますと。で、フ族と交互で来るのが、今来ている、盗賊ですね。地図の盗賊のイベント。これが来るのが、フ族とこう2週間ごとの交互になってます。フ族の来るターン、2週間後は、盗賊が来るターン、その2週間後はフ族が来るターンって、これがね、サイクルで来ていて、で、フ族と盗賊が来ないタイミングにヘカテのイベントが来るんです。はい。だからヘカテはね、1ヶ月に2回来ますね。そう、だからね、ヘカテはね、すごく集めやす喉が。ヘカテはアイテムが集めやすくて、私もね、つい先日、あの、マリア・テレジアがね、覚醒することができたんですけれども、このね、イベントが、コンスタントに続くようであれば、皆さんマリア・テレジアはね、覚醒できるかなと思うので、ぜひぜひ頑張っていただけたらなって感じがしますかね。マンさん、なるほど。めちゃくちゃ宝箱溜まってて開けたい。来ない可能性もあるんで、はい。そう、なんかね、困るぐらいなら使った方がいいかなとは思わなくもないですね。ゴさん、ファミリーアカウント以外のオルトは正直バンされてほしいぜ。5個とか6個とかオルト持ってて、白と B だけでかくてというプレイヤーも存在するので、海外プレイヤーね、そのパターンが多いですよね。バフ低いのに、戦力だけ高くて、で、調子こいてサーバー戦争出かけていくんだけど、燃やされて帰ってきてめっちゃネガティブ出すみたいなね、なんていうか、様式みたいなね、プレイングよく見るんで、はい、あなたがそんなにおると思っててもしゃあないやろって思うパターンがあったりとかしますよね。はい。マンさん、たびたび質問して申し訳ございません。魂の伴侶ってたくさん解放すればするほどバフは積み重ねる感じですか？はい、その通りです。研究と一緒ですね。はい。研究と同じく、研究とかと刻印とかと一緒で、はい。伴侶解放すれば解放するほど、主にね、ディフェンスより
防衛寄りの、バフが多いですけども、デバフとかね、もう効いてくるので、はい。解放すれば解放するほど、常在バフとして、常在バフ、常在デバフとして効いてくるので、伴侶は、上げ得ですね。月井さん、そういえばジャルさん、咳収まってそうですね。あ、そう、咳ね、だいぶ良くなったんです。ありがとうございます。はい。まだね、ちょっと出るっちゃ出るんですけれども、全然、以前に比べて、出る、なんというか、頻度は下がったので、はい。やっとね、配信復活していけるかなと。本当はね、日曜日も、キングダムハーツやりたかったんですけど、あまりにエボニーが忙しくて無理でしたね。はい。もう、大変でした。はい。で、まあ、この辺のね、見方のところをちょっと最後に喋って終わろうかなと思っていて、この、イベントがこのコーラルピンクの色をつけていて、まあ、フ族のイベントとか、同盟ボスとかのイベントはこの、色をつけてます。はい。ヘカテとかもそうですね。で、緑色のイベントは、これは、曜日モンスターを表していて、パーンとユミルは交互に来ますよとか、土日はスフィンクス、月火はヒドラですっていうところが、この緑で合わせたってます。まあ、月火土日あたりはね、皆さんご存知だと思うので、まあ、ユミルとパン、今週ユミルなんだっけ、今週パンなんだっけっていうところはね、ここを見てもらえれば、まあ、わかるのかなと。はい。で、あとは、この紫のイベントが資源還元イベント系を書いています。はい。で、例えばね、先週の、5月の9日、ここで、スーパー強化のイベントが来ましたね。ということで、スーパーリファイニングが書いていて、5月2日からね、11日間のいつもの長期イベントが始まったんですけど、これは資源の還元と、アレスの地の還元と、ドラゴンの、還元と、あとバーブ。っていうので、こんな感じで書いていて、このイベントもですね、4週間に1回来るので、もう固定で未来まで入れちゃってます。はい。で、そのね、今度2週間おきに来るのが、スピード系の、はい、共通スピードアップ、建設のスピードアップ、回復のスピードアップ、あとピラミッド。はい、これがね、入れ子で、はい、来るようになっているので、今週の金曜日からですね、今週の金曜日からは、このスピードアップ系の還元が来ます。あとピラミッドが来ますと。で、オールスター期間の特別遅延だったと思うんですけれども、一応順当にいけば、きっと今週の金曜日から、戦術研究の還元が始まると思います。はい、戦術の研究はね、金曜日から始まって、水曜日までが、対象なんですけれども、戦術研究がおそらく順当にいけば、5月の16日金曜日から来ると思います。はい、来なかったら5月の23にまた1週ずつ開けてくるかもしれないんですけど、オールスター期間での遅延プレイだったと私は思っているので、はい、おそらく来るんじゃないかな。でもまだオールスター期間終わってねえからな。はい、来てほしいっていう切なる願いも込めて、はい、入れてます。で、こういうのね、ずれるときにはちょっと修正します。はい、なんか、急にパターン変えてくることあるんで、もうさすがにね、読みようがないので、急にパターン変えてきたときは、後から直しますので、ご了承くださいということで、あくまで、予測なんですけど、はい。予測はね、黒つけようかなと思ってたんですけど、この還元イベントって、まあ、比較的角度が高い予測なので、もう紫にしちゃってます。ということで、スピードアップのね、還元と同時に来る非常にいいタイミングなので、もしね、タクティカルリサーチ、まあ、今週来なくても来週にはさすがに来ると思うので、ちょうどね、スピードアップの還元と合わせて、軍事研究がね、めっちゃ進む素晴らしいタイミングなので、ぜひね、皆さんバフ上げましょう。はい。月見さん、キンハーファンが泣いてますね。いや、そうなんですよ。ちょっと申し訳ないですよね。キンハー関連でね、コメントしてくださる方にね、取ったらね、もうエボニーとか関係ないからはい。そう、他のゲームやりたいんですけどね。島崎さん、前に 2B の K30 に分族ヘルであって逆に言われました。K30 で 2B? だいぶ太ってんな。メルボックさん、なんか20分前から赤 Wi-Fi あたり始まった。おそらく渡すだけ。赤 Wi-Fi はね、私は使ってないからそうなのかもしれないですね。環境問題かな。
マンさん、こういう情報めちゃくちゃ多すぎて嬉しい。ありがとうございます。ジャンさんのイベントって大体当たってると思います。まあ、ちょっとしたズレはもちろんね、起こるんですけど、もうそもそも、本当に、なんというか、これはね、運営の怠慢って表現するのはあれかもしれないですけど、もうなんか順番決まってるんで、エボニーのイベントって。パターンが、ある程度固定化されてるので、はい。で、まあ、この予想はね、あれですよ。エボニーミキさんのイベントの予測のところにもね、なんか、以前、書いてあったのを見かけた気がします。はい。まあ、そんなに、大きくずれることはないかなって感じがしますかね。マンさん、ジャル先生の予測はもはや予言ですね。あの、中の人ではございません。白柳さん、気象予報士並みの予測能力ですよ。はい。たまに外すのは許してください。川口さん、そういえば前回の SBS の敵さんに 5.3B の計50 35を置いて、顎が外れそうになり、バブル時間チェックしたら3日間でした。まあ、3日間してんなら偉い。私なんて計39で 3B ぐらいなのに。はい、もうネガティブになるからね、でかくない方が楽なんですよ。はい。ということで、味方のところですね、この色で、洗浄シーズンのところは、この水色の色にしていますということで、オールスター15は今週のね、日曜日で終了になっています。で、黒いところが予測です。サーバーマージ。はい。私の予測では、5月の19、5月26、この2週に分けてサーバーマージのアナウンスがあるんじゃないかなっていうふうに予測をしています。で、COC ですね。これも最初の方に言いました。6月の2日、3日に、文明の衝突奇襲が来て、その次の日曜日から、4週にわたって、文明の衝突の戦場が来るんじゃないかなと予測しています。で、問題の、K50 ですね。K50 のアンロックはきっと6月13日に来るかなと。で、この時に多分ね、スペシャルイベントとして来るんじゃないかなと思っています。はい、ちょうどね、同時還元イベントが来るタイミングなんですよ、そろそろ。はい。前回同時還元イベント来たのが、2月の21日なんですよ。2月の21日に同時還元が来て、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経ってちょっと。なので、はい。同時還元イベントが来るとしたら、この5月の30か6月の13で、もう6月の13に多分来るんじゃないかな。K50 がアンロックのタイミングと同時還元ね、同時で、あのー今、今あげなっていう今あげれるよ今あげなみたいなメッセージを感じちゃうから、はい。おそらく6月の13日に K50 の上限がね、解放され、スペシャルイベントが始まり、またね、新しい特別な証拠が出て、リソースの還元がね、同時に来るんじゃないかなと。はい。で、これが予測が当たるとすると、資源の還元、資源とスピードの還元、資源の還元という資源還元の3連続っていうね、一番大変なパターンが来るかもしれませんということで、皆さんね、資源消費はちょっと計画的にしていただくのがいいかなと思います。はい。まあ、もしかしたらね、この同時還元がこっち側、5月の30に来る可能性もあるんですけども、まあ、この辺はね、はい、さすがに読み切れないところ、おおよそこのぐらいかなっていうあたりしかつけられないので、はい、参考にしていただけたらな程度で、はい。はい。そんなところかな。あとなんか書いたっけ。はい、戦場の予測はね、大体5ヶ月サイクルっていうのがもう分かってるので、すべて黒で埋めてます。で、1週2週ずれることってあると思います。で、ずれたのが分かったら、このカレンダーも、修正しておきますということで、私ね、ある程度タイムリーにこの修正はしようかなと思います。あと、配信今日のやつもね、エボニー150って言って、配信のスケジュール入れてるんですけども、YouTube スタジオって外からね、スケジュール変更できないんですよ。そう、だから10時からの予定が、やべえ、10時から間に合わねえっていう時があって、たまに。はい、そういう時は、もうこのスケジュールを変更して、まあ、X でもね、コメントしますけれども、まあ、このスケジュールも変更して、はい、ちょっと、
変更は、こっちで反映するっていうのをね、ちょっとやるかもしれません。はい。ということで、はい、私別に、エボニーの回し物でも、タイムツリーの回し物でもないので、別に、ログインをする必要はないとは思うんですけれども、はい、せっかくね、便利なサービスなので、私は、はい、これで、なんでしょう、情報共有の、ところに皆さんがね、こういう今後のその育成プランみたいなのを立てるのに有効活用していただきたいなということで、こちらのね、講師をしていこうかなと思っていますので、ぜひね、見ていただけたらと。はい、ということで、こんな感じでね、サムネみたいなのを作って、はい、そう、なんか、X とか YouTube とかもね、追加できたんで、追加してあります。で、喋っていましたけれども、このラベルのところですね、配信だとか、戦場のシーズンだとか、歓迎イベントだとか、あとアップデート系をメモ残すときにはこの黄色だとか、こういった意味みたいなところもこのラベル一覧のところに書いてありますので、これを参考にしてもらえたらなと。はい。一応ね、海外の方も見えるように英語前提で書いていきますが、ある程度はね、ある程度はなんとなく雰囲気皆さんわかるかなと思うので、細かいところはね、配信で喋っていこうかなと。ということで、今後もね、こういったそのスケジュールを、見ながらちょっと喋っていけば、今までね、ちょっと結構空中で喋っていて、分かりづらかった部分あったかなと思ったので、はい、このカレンダー活用していこうかなと思いますので、はい、皆さんね、よかったらぜひ、なんだろう、ブックマークしていただいたり、私のね、配信の概要欄には、追加したので、来週以降もそこから見れますし、X とかにもなんかちょっと載せておこうかなと思いますので、はい、よかったらね、いろんなとこからアクセスして、便利に、利用してもらえたらなと思います。はい。ということで、ちょっとね、配信だと文字がね、小さくてね、見づらかったかもしれません。すいませんでした。はい。ぜひね、気になるものがあれば、はい、覗いていただけたらなというところで、はい、通常のところに戻ってこよう。ゴルルンさん、いつも助かってます。戦術頑張る予定。コメントありがとうございます。そう、そのね、還元シリーズって、タイミング分かれた方が、その準備ができていいですよね。そう。もともとはね、自分のために始めた内容で、そう。で、いろんな人で、いろんなところでコメントしてたら、それまとめてって言われて、なんか結局、ね、こういうのを作ったりとか、したんですけど、なかなかね、あの、これも毎週、今後も多分作るんですけど、はい、これやるより、スケジュール眺めた方がはい、もうちょっとマクロでね、見れるからいいかなというところで。ぜひぜひ、前日頑張ってください。マンさん、スターパレスのお城の飾り欲しすぎるんですが、あの課金もイベントってもうやらないですか？もうやらないです。ですね、まず、復活するイベントがたまにあるんですよ。ナルキッソスのイベントとかはそうだったんですけれども、でもあれって、その1周年記念、その、ナルキッソスのやつって8周年イベント。で、ナポレオンの時も7周年イベントで、何回かね、復活したんですけれども、残念ながら復活するのは稀で、スターパレスのイベントは多分復活しないシリーズだと思います。ただ、そのお城の飾りがたまにね、このイベントセンターで来る、なんか昔の行軍とか城が、手に入るイベントが、なんだっけな、失われた秘宝のうんちゃらみたいなね、なんか宝箱が水に沈んでいるような、なんかコンパスを見つけるイベントのやつがあるんですけど、はい。そのイベントで、昔のね、城とか行軍が手に入ったりするので、そこにラインナップ入ってくるかどうか、みたいな感じな気がしますかね。コロンさん、6月に向けて RSS 貯めておきます。いいですね。そう、私も、はい、そうなんです。同時還元に向けて、ちょっと計画的にやろうって思ってます。マンさん、呂布とか出ないかな？すべての兵士の攻撃50%みたいな。ある程度進んだらあり得ると思いますね。なんだっけ。そう、劉備さんがね、こいつか違う。はい。劉備とか張飛とかが、出たりしているので、太子寺みたいなやつも出てきたし、はい。ワンチャン、そう、呂布がいないよな、これ。とか出る気がしますね。
月さん、ジャル教の信者はすかさずアプリをダウンロードしてアカウントを作成しました。ありがとうございます。はい。はい。タイムツリー普通に便利なので、私ね、夫婦の、イベント、家族のイベント管理にも使ってるし、友達との麻雀調整のやつでも使ってるしっていうので、ね、普通に、めちゃくちゃ活用してます。はい。マンさん、ジャルさん、エボニーからお金もらった方がいいんでね。いやー、本当って言っていいかな。まあ、ちょっと私はエボニーの文句を言うこともあるんでね。あれなんですけど。そう、私はね、なるべく、そう、私が無課金とかオルトなしを貫いてやって、それでもやれるんだぜっていうことをね、見ていただくことで、他の人がね、私もやれるって思ってもらえたらね、この配信をしてる意味があるので、はい。という意味で、違う路線で、裾野を広げるというかね、みんな、エボにこういう風に楽しめばいいよっていうのがね、提供できたらいいなとは思ってます。ティキーさん、錬金コイン交換し忘れたショック。いやー、あれさ、急になくなるのえぐいですよね。えぐいですよね。もうバナーなくなっちゃってますよね。そうなんですよ。リセット前までだったんですよね。錬金コインのやつ。なんかそういうのも忘れ防止に乗っけた方がいいかな。そう。火曜日のリセットタイミングってめちゃくちゃ気をつけた方が良くて、そう、急にね、バナーが消えて、交換ができなかったりするんですね。でも、こういう風にまだ交換できるやつあったりするじゃないですか。この違い何なのよって感じがしますよね。はい。なんかホルスとかみたいに残るやつはないんですけど、残らないじゃないですか、錬金コインのイベントって。えぐいですよね。うわぁ、次はお気をつけていただいて。JAL さんのサーバーの称号ランキングってどんな感じなんですか？他サーバーのランキングめっちゃ気になる。うちはもう全然、真っ赤ですよ、真っ赤。もう2年半経ってるサーバーなので。違った、称号ランキングやった、これ。はい。一番上はね、うちにいるビッグの、うわ、12.9万のやば。はい。射撃用のアルジャーノンが、はい、12.94 で1位に君臨してますね。はい、ナルキッソスが 12.54M で、はい、基本的に真っ赤ですが、たまにね、はい、なんかレオニダスとかがいたりするんですけど、こういうの大体ね、文明装備のパワーなんで、はい。ウィリアム・マーシャルも多分文明装備のパワーかな。はい。で、戦力が上ですけれども、大体のところはもうほぼほぼ赤が多いですかね。私もギリギリ100位にエレクトラさんが入ってますかね。はい、ほぼ真っ赤ですし、もう上の人たちはもう次元が違って、はい、なんかキラキラしてるんでキラキラしてるんで。でもこれは、バトルテセット。これ戦術の達人か。戦術の達人ならまだちょっと、あれだな。優しいな。はい、こんな感じですかね。ゴルルンさん、ハンザの時、私も、ハンザはやばいです。ハンザは最終日すげえ忘れる。何回か忘れたことあります。ね、配信で、注意してねって言ってるのに自分忘れますからね。勝木さん、将軍ラッキングは100位で 10M と無理。そう、もう 10M とか行くと、君主レベルと文明装備。マンさん、旧サーバーの将軍ランキング見れるようにしてほしいな。見てて楽しいし、目指したくなる。目指したくなるレベルがレベルが高いおかしいな。1900番台のはずなのにちょっと向上心がありすぎるすげえ。もう、絶望しかしないけどなはい。ね、サーバー戦争ぐらいしか見れないですからね。ゴルンさん、赤3つが限界。みんなどうしているんだろう。赤3つっていうのは覚醒ですかね。私ね、無課金でも何気に覚醒してる将軍は、11体いますかね。はい、頑張れば結構いけます。はい。これもね、なんかメンバー限定とか作ればいろいろ解説
してもいいかなと思ったんですけど、まあでも、そんなことせずにね、最近 RS の血の集まりが良くなって、今もう1597ありますけれども、もう4000使って、また溜まってるんですよね。だいたいね、1ヶ月で3000ぐらい集まるような気がしていて、これじゃねえ。まあ何やってんだ。RS の血だっつってんだろう。でも1298だった。そう、RS の血がね、1ヶ月で3000近く集まる気がしていて、そう、だいぶ楽になりましたね、RS。はい。そう、RS の血とルーンが昔に比べてめっちゃ集まるようになって、なんか非常に助かるなって。私、そう、もう、なんかこんなに集まるならええやんってなって、はい、こいつね、覚醒させちゃいましたね。はい。こいつね、意外に、その、防御での工場兵器の火力が15%上がるし、相手のね、ディフェンス、あ、こっちの、ディフェンスの、グラウンドとマウンテッド、騎兵と歩兵ですね。ディフェンスと HP が上がるっていうね、なかなか便利だなと思って、そう、こいつね、上げちゃいましたね。その他のやつももう上げてくかってなってて、ルーンもね、この前、秀吉を、これさすがに4つ目がね、全然集められないきついんですけれども、3つ目はね、もうだいぶ、溜まっていて、はい、ミカエルさんね、今上げてるんで、こいつ、ミカエルさんね、偉いんですよね。こいつ、資源徴税とインシティトゥループアタック、その防御の時の火力が上がるし、こいつの一番いいのはね、4つ目がね、建設スピードアップも上がるし、歩兵と騎兵のコイルが上がるんですよ。これ防御だけじゃなくて、多分、その、研究と同じく、通常の、殴る行軍のところも上がりそうな、多分、パラメーターの書き方なので、そう、こいつ、上げようっつって今ね、頑張ってミカエルさん上げてます。向上心の塊です。バケモンが好きなんです。やばい。すげえ。ちょっと見逃している。島永さん、今、アイザックさんが9.9、もうすぐ10。おー、すげえ、さすがです。アイザックさん、アイザックさんってあれか、歩兵防衛官ですね。シエロソラさん、資源 10B 追加消費して 20B まで消費するのを忘れた。釣りも貴重なジェムとスタミナ回収イベントなので、うわー、それはもったいない。いやそう、そう、月曜日はね、そう、イベント終了直前の月曜日はマジで、気をつける。もう、忘れ物がないか。そう、私もね、ギリギリのラインでやってたんで、今日の昼休みですかね。今日の昼休みのタイミングで闇市が変わった時に買って、400万ジェム消費までやって、で、20B の消費も、歩兵をね、昼休みに、T1 歩兵をもうなんか作りまくって、はい、そう、食料と木だけ、20B のね、ギリギリいってないみたいな感じだったんで、そう、歩兵手で作ろうって、はい、手で頑張って作りました。今日の昼休みに完成させました。ゴルンさん、ルーン知らない。ね、でもルーンきつすぎますよね。かけらがなかなか集まりません。シェロソラさん、アレスの血も増産はせるし、今週はやるか失敗を。そう、ルーンは、そう、ルーンストーンのことでした。マンさん、常時覚醒させ、今酒場でガンガン回してジェムとゴールドいくらあっても足らない。いや、そうなんですよ。そう、酒場、大変じゃないですか。まあ、一応、ジョージは、遺跡からも出るんじゃないかな。出ないんだか。出なくなったんだ。そうか。出なくなったんだった。もう、復活させてくれよ。違うな。ジョージは出なかったんだっけ。ザカリーとなんか間違って喋ってるかもしれない。いや、まあ、遺跡はとりあえず戻してほしい。遺跡は戻ってくるのを信じて、もうずっと貯め続けてます、私。今までね、このかけらは常にすぐ開けるぜだったんですけど、はい、仕様変更があってからもう一切開けてないです。はい、何の話したっけな。そう、一通りね、イベントの話したので、イベントの振り返りのところをして、今週はね、終わろうかなと。もうすでにたくさん話してしまったので。で、同盟総動員ですね。同盟総動員は、なんとかね、R4 の人たちが、リセットしてくれって、私だけじゃなくいろんな人も声かけたこともあり、結構リセットがね、進んでくれまして、予定通りね、私は4000ポイント
3900を超えればよかったんで4000ポイントで、1回もね、今回は追加することなく、完了しましたねということで、18分の18、4000ポイント。はい、バッチリでしたね。予定通りです。はい、これでクリアしました。で、今回は、参加者もね、まあまあやってくれたのかなというところで、まあ50人ぐらいいて43人やってるんだったら、なんか結構頑張ってるなと思う感じがしますね。で、しっかりみんなやったので、2位でフィニッシュすることができて、次回はエピックリーグに上がる予定です。やったぜということで、はい、このアライアンスコンペティションね、報酬が良くなって、今回は私レジェンドだったんで、このかけらですね、専属かけらが、5個しか手に入らなかったんですけれども、次回はね、エピックリーグになりますんで、エピックリーグだと、このかけらがね、10個手に入るということで、はい、RS の地も集まりやすくなったし、ここの、ワイルドカードみたいなかけらがね、もらえるっていうことになったので、この同盟総動員の価値めちゃくちゃ跳ね上がりましたね。はい。昔はね、これ5200ないと一番最後の報酬もらえなかったのに、4550ってめちゃくちゃ楽になってるんで、はい、ぜひね、皆さんもエピック目指していただきたいですし、エピックの中でも全部クリアできるように、で全部がクリアできない場合は、これをクリアできるように、なんていうか、育成をするっていうところを目指していただくのがいいのかなと。まあ、結果ね、総合力上がるんで、はい、私はね、そう、去年とか、もうずっとこのアライアンスコンペティション AC で、このエピックとかクリアできるようになるために、その生産上げたりだとか、いろいろこねくり回していたので、はい、ということで、はい、報酬が良くなったね、はい、同盟総動員、またね、すぐ来てくれるといいなって思っています。はい、ということで、これはそんなところ、アライアンスカーニバルは、私ね、初日か2日目ぐらいに、800無課金のマックスでね、クリアして、20位フィニッシュでしたね。ということで、はい、これ課金してないと800より上の数字いかないんですけど、はい、このイベントに、19人も課金してる人がいるんだっていうのがわかる、はい、イベントでしたねっていうことで、はい、まあ、アライアンスランキングは2位ということで、まあ、この辺はね、まあ、相手もらってラッキーというところ。で、今回のイベントでめちゃんこきつかったな、これよ。あ、てか、切り替わるときに言おうと思ってた。はい、途中でね、11時ぐらいに言おうと思ったの忘れてました。よかったらチャンネル登録や高評価してもらえると嬉しいです。で、今のうちに言っといて。はい。これね。これね。はい。この美食カーニバル、美食イベント。はい。これ、伝わりますかね。フリックを交換したんです、一回。フリック交換して、今3188。つまり私は11,188ポイントを稼ぎました。これ何かっていうと、毎日魚、モンスターをね、倒すと、魚が毎日500まで、最大500まで手に入るんです。毎日500買って、はい、タイルが、サーバー戦争後の月曜日にタイル多分1個出し忘れてて、チーズがね、ちょっと足らなかったんで、この理論値マックスは11,200ポイントなんですよ。でも私ね、12ポイント足らない11,188ポイントでフィニッシュでした。で、毎日魚を取り続けた結果、2位でフィニッシュしましたね。はい。ちょっと1位の方はね、これ、いつもモンスターハント王の対決で最強の方で、この人はね、もうマックスに到達するの早かったですね。マックスプラス、これ多分課金でちょっと追い上げたんじゃないかな。はい。ただね、私5位には入るかなと思ってたんだけど、はい。毎日魚を取ることで2位に入れたのは非常にね、良かったですね。はい。ただ、もうこれのせいで私ね、他のゲームもやってるんですけど、他のゲーム一切やらなかったです、今週は。はい。もうなんか、もう魚を集めるために毎日2時ぐらいまで起きて、ひたすら雑魚モンスターを狩るっていうね、ペリュドンとかペリュドン以上めちゃくちゃ倒しました。はい、ということで、これね、美味しかったのが、もうこっちで見るか。こっちの、私残したよな。はい、これね。美食カーニバル、イベント期間中に美食アイテムを合成して個人ポイントはランキング第2位に入賞し、豪華なリワードを入手しましたということで、なんかね、城を1個もらいましたと。まあ、14日しかいかないやつ。で、21万ジェム。これ美味しかったですね。で、一番美味しかった、私嬉しかったのは、これ。
この、この美術の巻物って、すんごい集まんないんですよ。トレジャーボックスは結構いろんな場所でね、集まるんですけど、美術の巻物って全然手に入んなくて、90もらえるのは頑張る価値あるなって今回思いました。はい。めっちゃ、めっちゃ嬉しい。はい。ということで、すんげえきつくて、もうやりたくないなと思ったんですけど、先日の巻物もらえるならやるかと。うちのサーバーは、毎日500買ってる人が1人2人ぐらいしかいないから、狙い目だっていうことに気づいたんで、次回もね、美食カーニバルのイベントは毎日魚500生活をしようかなってちょっと思いました。はい。あとね、流れで、巨人の知恵神殿イベントですね。これは19位に入賞したので、ということで、はい、新しくね、巨人の知恵の神殿イベント変わってましたけれども、はい、ちょっとね、みんなすごかったですね。無理でした。まあでも19位で十分ね、3万ジェムもらえたので、はい。で、アレスの血がね、やっぱもらえますということで、アレスの血がね、もらえる機会やっぱ増えてていい感じですよね。はい、ということで、はい、コメント見れてなかった。はい、いや、そうなんですよ。もうね、めっちゃ頑張ったんですから、これもう本当に。もう毎日夜な夜な出しまくって、もうこれのせいで、今日の昼にやっとその魚500回収し終えて、関係イベントの残りやったっていうね、感じですからね。はい。はい。マンさん、エボにやること多かったり見ないといけないこと多くて、トゥードゥリスト作る必要があります。あ、私ね、作ってます、実は。はい。これもトレロっていうクラウドのアプリ使ってねやってるんですけど。クルルンさん、総動員は戦闘の駆け出しところでポイント集めました。これで赤星5を目指します。遠い。まあ、遠いですけどね。なんていうか、具体的な可能性がね、出たのはね、非常にありがたいなと思いますよね。ココさん、すごい。ありがとうございます。ありました。マンさん、美食1位取りました。今回の美食1位いいですね。シエロソラさん、そんなに溜まるんですね。はい、毎日ね、魚500集めると1000ポイント入るんで、はい、11日間で1万1000ポイントいくんですよ。神さん、すごい。いや、頑張りました。マンさん、すごい。そんなところまで行くの。いや無課金の理論値限界が1万1200です。まあ、サーバー戦争中にタイルをやったらもうちょっと行くんですけど、はい。理論値限界は1万1200です。ビショップポイント4000止まりは、私もね、普段はそんなもんでした。コルンさん、そこまで集まるんです。集まります。はい、集まります。もう、私ね、フリックが欲しかったんです。制約のために。そう、もうこいつのため、もう彼女のために頑張ったんですけど、はい、まあまあ美味しいイベントだなということが分かったので、今後もちょっとやろうかなと思ってます。月見さん、美術の巻物。はい、そうですよ。美術の巻物手に入りますんで、ぜひあの簡単です、簡単です。この美食カーニバルポイントで、やるべきことは、まずターミネーターのレベル10、12、11ってこれも順番に検索してって、もうなんかもうペリュドンとかも、気にせず倒してください。落ちるんで。で、曜日モンスターは倒さない。曜日モンスターから落ちないんで。はい。あと、この前までいたね、なんだっけ、ゴーレムじゃないやつ。なんだそう、もうね、このチェスト見ていただければわかります。私がね、どんだけ勝ったか。はい。なんだ、ウォーロードだ、ウォーロード。はい、ウォーロード。はい。ウォーロードね、155、106。もう1と2って倒さないじゃないですか、こんなん。もう死ぬほど余ってるんで。1と、1の285、2の宝箱155。で、はい、もっとやばいのが、はい、この辺ですね。はい、レベル8のボス129、レベル9、228、レベル10、219、レベル11、176。はい、この辺ね、努力の証ということで、これ、中身が入れ替わるかもしれないから、もう取っとこうと思って取っといてます。あとはね、この美食カーニバルとかサーバー戦争だとかの、アイテムも、あとバーブか。バーブのアイテムも、一応貯めてますかね。今回から貯めようってなってて。まあ、ただね、バーブのアイテムって一回上がってるんですよ。昔より、この戦術の巻物とかトレジャーボックス、数確か増えたと思うので、そう、多分バーブのアイテムは増えないかなって思ってるんですけども、まあ、一応サーバー戦争のアイテムとかでワンチャンあるかもなということで、ちょっとね、貯めとこうかなと。はい。戦場のね、達人がね、途中から増えたりとかしたじゃないですか。
はい。あと1ヶ月待てば計50で、ね、リワードが増えるかもしれないってなると、ちょっと貯めるかって言って、今ちょっと貯めてます。はい。マンさん、美食ポイント4500で1位取ってる自分ださ。4500で1位取れるの羨ましすぎる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うち、うちのサーバー、11400がいまして、無理なんですよ。これ無課金じゃ超えらんないんで。もう、ね、こういうのね、サーバーによって色合いが違いますよね。うちのサーバーはね、結構モンスターハントガチ勢が結構いるんですよね。はい。トルさん、ロックもできない開放。そう、アンロックできないですよね。ジャンさん、ありがとうございます。マリさん、結構頑張ったつもりで5600。いやー、私も、今回が初です。初です。コルンさん、美食で家具屋取るチャンスがある。今回セプなんたら。美食で家具屋取るチャンスある。どういうこと？なんか、この辺からもしかして出るんです？どういうことだろう？ランキングリワード。この辺は、あれだもんな。家具屋取れる可能性があるなら私も頑張る。あ、こっちか。これか。そう、これね、そう、これで家具屋取れる可能性あるんですよ。そう、これね、フリックを覚醒を狙うか、こっちでね、ジェネラルホール2がゲットできるんですよね。つまり、ここのジェネラルホール2の、この、この将軍が出る専用の巻物、これをゲットできる手段って、これまで、これだけだったんですよね。これか。はい。ここの、何ポイントや ?500 のこれかな。はい、これですね。このジェネラルホールツヒストリックジェネラル。はい。この巻物がね、そう、美食カイマルでももらえるんですよね。で、これ多分ね、あっちで集めるのきついけど、こっちで毎回8000は狙えるから、そう、フリックを覚醒させるか、こっちで、ゲットね、してない。私も当然ね、持ってないので、かぐやとか。そう、この辺ね、ゲットしたいんですよね。かぐや欲しいな。もうアレクサンダーとかも欲しいんですよね。はい。使いたいじゃなくて、埋めたくて。はい。ここ埋めたいんですよ。埋めたいんですけど、そう、これね、通常ゲットできないので、そう、そうなんですよ。そう、フリックを覚醒させるのを狙うか、こっちを狙うのか。はい。正直ね、このイベント、そんなに頻繁には来ないので、おそらくこっちを狙った方が期待値高いのかなみたいにはね、ちょっと思ってるんですよね。はい。ただね、これね、欲しいの出る確率1.72%なんですよね。ラウタロとか6%にされてるんで。はい。でもね、その、こう、美味しいですよね。ジャルさん、ソロモンスターはどこまで倒せるんですか？私は、ヨルムンガンドですね。で、ラムネ使えば、あいつも、B17 も倒せるんですけど、B17、ここにいるな。違う、こいつはファフじゃん。全然違うわ。テュポーンだ、テュポーン。今、名前がど忘れした。はい。テュポーンもラムネを使えば倒せますが、はい。さすがにね、それより上は厳しいですね。マンさん、美食ってマーリン、フリック、固定です。はい。マーリンとフリックとあの2のやつは固定です。和吉さん、ジャルさんのポイントだと9位だ。やば。ちょっと待って、和吉さんのところはあれですね。みんな課金してるってことですね。そう、課金してステーキをね、交換すると、ランキング跳ね上がるんですよ。で、そう、私、そう、そもそもこのランキングに興味がなくて見てなかった。あんまり感覚分かってなかったんですよ。で、めっちゃ課金者が多いなら頑張る価値ないなと思ったんですけど、なんか、頑張って2位になれるならすげえ順風なんで、はい。今後はね、そう、うちのサーバーだったら、頑張る価値あるなっていう風になりました。ココさん、昇格イベの時、アリスの血が足りないってなった時に、昔無駄に赤星にしてた子をバンバンリストラしてたら、制約の子に必要な子も解雇しちゃって、最近の私のやらかし、幸い、中まで採用できるかだったら、まだ採用して制約に必要な基礎レベル戻せました。わかります。いや、そう、制約システムで一番欲しいのは、この将軍、その依存先
使われてるよっていうのを分かるようにしてほしいですよね。それが最も欲しい、もうなんかどの将軍を捨てていいかが分からなくて。で、もうちょっともうあまりに分かんなくて、私も一回事故ったんですよ。もう、必要なやつ削除しちゃって。だから、制約も全部 Excel にリスト化しちゃいました。はい。メインとメンバーのやつ、依存関係全部残して、削除していいやつ、削除しちゃいけないやつっていうのが、もう検索してわかるようにしました。はい。もうこれもう本当にどうにかしてほしい。依存先こそわかるようにしてほしい。21.5K はキモい。それはキモい。やばすぎるわ。制約なのでリストは完全解雇するようにしてる。私もやらかしたんで。私もね、もう完全解雇しかしてます。川上さん。水色装置ありがとうございます。いつもありがとうございます。羽取りの時もそうだし、いつも JAL さんにお尻叩かれるな。感謝感謝。せっかくね、やるからにはね、一回自分で経験してね、それを喋った方がいいかなというので、そう、これね、あの、睡眠時間がね、削れるのは良くないんですけれども、はい、頑張れば無課金でも、はい、1万1000ポイントまではね、1万1200ポイントまでは稼げますんで、はい、皆さんね、ぜひ、はい、それを稼ぐと、まあまあいいアイテム交換できるんで、はい、ぜひね、はい、参考にしていただけたらと思います。ちなみに私はオートラリーができないから、これです。自分でね、全部、モンスターを、ね、B10 とかを借りまくっていましたけれども、別に、オートラリーがあったらもう、これよりもう少し楽なので、はい、おすすめです。はい。神さんナイスです。シエロサワさん、ジャルさん、そのリストも共有希望。ですね、このリストは、あれです。さすがに私が持ってるのだけです。全体じゃなくて。そう、全体のね、あるといいですよね。ただ、ちょっと全体のは、作るのがしんどい割に、私に効果がなさすぎて、自分のやつしか作りませんでした。すいません。自分の持ってるやつの、この依存関係ですね。はい。そう、例えばね、こいつ、グイスガルド、こんなやつね、もういらないんですよ。いらないんですけど、こいつ制約で使われてるんですよ。はい。グイスガルドどれだ？検索しよう。検索しないとわかんねえや。グイス。はい。グイスはイシュバーンに使われてますね。はい。っていう自分のね、ために、イシュバーン、そう、イシュバーンでグイス使ってるんですよ。で、消せないみたいなね。はい。これ、自分の持ってるラインナップのためだけに Excel 作ってみました。ので、ちょっとそう、これはね、共有しても意味がなくなっちゃうのであれなんですけども、はい、皆さんも、そう、なんか一個一個、その制約のこれクリックしてやるのめちゃくちゃ、もうなんかしんどかったんで、もうね、メイン将軍、依存先将軍、持ってるやつ、持ってないやつのなんか色つけるとかで、やって、もう自分で Excel 作っちゃうのがおすすめな気はします。はい。自分の持ってるだけで、結局ね、将軍持てる枠限られてるので、はい。いつか必要になるかもしれないから、もう通常開花も絶対しないです。もうあの絶望を味わったから、もう完全回復しかしないです。1万ジェム全然払う。マンさん、次美食限界値まで頑張る。うちのサーバー美食化禁止しないからめっちゃ頑張れる。もうこれもう頑張り得なので、はい、なんていうか、これはね、サーバーの色合いによると思います。うちはね、モンハンガチ勢がいるから、絶対1位になれないことは分かってるんですけども、はい。上位にね、なれそうならやる価値あると思います。普通に、リワードが美味しいんで。コルヌさん、新しい将軍が増えて確認したら解雇してるの。やばい。ね、もうほんと気をつけないといけない。解雇したのはアイザックに紐づいて、ジョン・チャーチルじいちゃん。ジョン・チャーチルね。はい。オートラリーです。ですか、魚落ちない。シェーロサワさん、魚が落ちる条件というか、落ちないモンスターがいます。曜日モンスターは落ちないし、バイキングとかも落ちないので気をつけてください。ケルベロス、デイヤール、あと、通常の B モンスター、イフリートとかね、ファフニールだとか、そういった通常のボスモンスター、この辺は落とします。はい。ただ、曜日モンスター、スフィンクス、ユミル、パーンとかは落とさないんですよ。ヒドラもそう、落とさないです。そうで、
オートラリー設定してる人って多分イベントモンスター優先的に行くんですけど、それだと残念ながら魚集まんないんですよ。で、あとゴーレム、魔女、ウォーロードとかの、あのー期間限定のボス、特別ボス、あれは落とします。そう、だから私ね、ウォーロード倒しまくったんですけど、1と2。はい。1と2とか世界に溢れてるんで、倒しまくれると思います。はい。皆さんね、オートラリーしてるときって、曜日モンスターを多分選んでると思うんですよ。で、曜日モンスター落ちないからそこが罠なんですよね。はい。で、それを理解してないと、そう、オートラリーでも集まらないから、オートラリーしてるからって、そう、美食イベントで魚集まるとは限らないんですよね。でもだからこそ、うちのサーバーでは狙い目で、うちのサーバーはオートラリー勢めっちゃ多いんですけど、そう、通常モンスターとか、スキップしてる人が多くて、助かるんですよ。私も制約リスト作ったらそうなります。いや、そうなりますよね。いや、そうなるんですよ。もう、絶望するから。あの、何が嫌だってさ、もう一回将軍をさ、レベル上げるのがクソ辛いじゃないですか。はい。計40、レベル40とかにまた上げなきゃいけないの、はぁってなって。知らさない。集めた情報じゃあ、集めたいつか全体、いや、これもうね、もう、運営が作ってほしい。もうなんか、さすがに、もうなんか、将軍の枠問題とかもあるし、もうこういうクソシステム作った運営の責任にちょっと、いや、なんとかしてほしい。マジで。月見さん、お魚と巨人の霧同じかも。あ、同じですよ。正確には、魚、巨人の霧、真珠スケール、あと、まあ、伴侶のね、招待状みたいなやつ。あの辺のアイテムは全部そうです。はい。曜日モンスターを落とさないです。曜日モンスターは特別なアイテムを落とさない。まあ、これだけ覚えておけばほとんど落とさないです。コさんお先にお休みいたします。お疲れ様でした。つうかね、長くなっちゃった。もう12時11分になっちまった。やべえ。はい。レベル低いボス行かないように設定してたから設定見直します。そうなんですよ。そこがね、まあ、レベルの低いボスはそもそもね、ラリーかからない気もするんですけどね。で、それをね、レベル低いボスを今度行くようになると、今度はそのオートラリーがすぐ止まっちゃうとかもあるからね、ちょっと難しいですよね。ワンさん、今のバフの限界値ってどこまで行くんですか？どっかに残ってるかな。これ今、私ね、K38 にしたんですけど、実態は、K39 に上がったばっかなんですけど、なんか、殴った時のログとか残してるかな。守備のバフは、こんな感じで、アタックのバフ、まあ、バーブでいっか。1853とかですね。これ、バーブなんで、ラリーがないので、ラリーバフだともうちょいいきます。2000はいってないかなぐらいですかね。はい。まあ、私、射撃しか上げてないんで、強いの射撃しかいないので、まあ、こんな感じですかね。私のバフはこんなもんですけど、世界の全体は、和樹さん書いてくれたバフ7000%の話ぐらいですね。はい。ちょっと、私は関係ない世界の話なんで、あんまりそれらの情報は残さず捨てちゃってるんですけれども、はい。そういう人がね、いたらね、逃げるんですよ。おさるさん、こっちはサイバーマン戦わないのに、相手が海洋性帰りの悟空近いのか。やばすぎる。さあ、思い出した。そう、今の話で思い出したんですけど、今回ね、サーバー戦争の相手に、めちゃくちゃでかいのがいて、K45 が、K45 だっけかながいて、K45、44どっちか忘れちゃった。はい、なんか、クソ強い人がね、いたんですよ。私、メモったかフレン。K44 だ。そう。今回、敵のね、サーバー戦争に K44 の人がいて、なんか、いなくなって、いたいた。K44。で、K44 とか、無理じゃないですか。無理なんですよ、K44 は。多分。はい。もう戦う気も起きなくて。はい。でも、K44 っていうことは、そりゃオールスター行きますよね。
はい、予想通り、K44 オールスター行ってたんで、はい、これね、先週の土曜日、DSN チャンネルさんを横目にずっと、はい、オールスター中にサーバー戦争をやって、そこで防衛稼いで、久しぶりにね、ポイント稼いで 252M で7位でしたというところで、まあ、うちのサーバーはね、もう負けちゃってるんですけども、はい、あんまりね、今回 K44 がいるから、サーバー戦争やれないかなと思ってたんですけど、そう、ワンチャンのオールスタータイミング、戦場のタイミング、今回ね、20日、24時ですごく動きやすい、読みやすい時間帯、かつそう赤いバブルになったのがね、すぐ確認ができたので、このタイミングだけサーバー戦争を頑張って、1ディフェンスだけね、取れて、はい、稼ぐことができましたということで、はい。で、そう、稼ぎたかったんですよ。これを稼いで貯めとくと。はい。まあ、これがね、中身が変われば嬉しいなっていうところで、変わんないかもしれないですけどね。はい。変わったら、ワンチャンと思いながら、まあ、ちょっとね、1ヶ月ぐらい貯めてみようかなと思ってます。天下一部東海です。ピッコロと。はい。で、まあ、この辺のね、盗賊イベントは、まあ、いつも通りですかね。はい。これ真ん中のやつがね、落ちづらいんで、もう根気よくこれもモンスターを倒すしかないかなと思います。はい。ランク持ったやつが来なかった。はい。はい、おつ。で、この辺のやつは先週喋ったからいいかな。はい。で、オールスターですね。オールスターが、はい、今週で、最後になりますということで、土日ね、オールスター出られる方は頑張ってください。はい。あとね、はい、これね、先日どっかのディスコードで喋った件ですね。はい、月曜日と火曜日だけね、この美術品の素材箱と巻物が、落ちますと。はい。1日最大52個の、この巻物、120個の素材。まあ、素材はね、大体の人は余ってると思うんですけど、この問題はこのスクロールですね。このスクロールがゲットできる機会ってかなり限られているので、月曜日と火曜日はもう、しっかりモンスターをね、頑張って52個集める必要があるので、これね、ぜひ頑張ってくださいと。まあ、これね、でもね、バイキングからも確か落ちるので、はい。比較的優しいので、はい。月曜日と火曜日はモンハン頑張った方がいいんだよっていうところをね、はい。今一度お伝えして、はい、その他のところは、いつも通りかなと思いますんで、いいか。いいな。で、黄金樹の、やつがまた来ましたねというぐらいで、あと、このスーパーフィーディング、その超お得な育成か。超お得な育成と騎士の試練。の、交換が、もうこれ今日までなので、皆さん忘れずに交換しましょうねというところで、みんな大好きホイールオブフォーチュンがね、来ましたね。なんか今ホイールオブフォーチュンバグってんぞ。やっぱり。パソコンからホイールオブフォーチュンやると、なんか画面壊れてたんですけど、もうついには押せなくなってるな。はい。まあ、後でスマホからやります。はい。ホイールオブフォーチュンじゃないか。ホイールオブシビライゼーションですね。はい。ブーメルーレット。はい。制服や運が良ければ王権のかけるがね、出るアイテム、イベントなので、ぜひ皆さん今週も頑張りましょうねというぐらいですかね。はい。あとは、はい。還元イベントか。還元イベントは、はい、ゴールドトラップ、製造のね、やつが来てますが、まあ、製造の、還元イベント来てないので、まあ、なんか、あんまり作ってもなっていう感じがしてるかなと思いますと。で、スーパーリバイディング。これ、喋って今日終わりましょうか。はい、これね、前のやつで喋った通り、待ってたんすよ。スーパー強化が来るのずっと待ってたんです。はい。前のね、配信で喋った通り、王権の竜陸の斧と、竜陸のコテを作って、これをね、どうしても上級強化をアンロックしたかったんです。そのために、ジェムと、強化石をめちゃくちゃ貯めてて、ずっとために貯めてて、はい、超やったら、204K で今2位に位置してます。はい、これね、上位の人みんな課金税なんですけど、無課金なのにここにいるの結構頑張ってるなと。いや、でもね、これね、良くなくて、正直。200K でね、止めるべきですね。この、リワードの引き換えのやつ、もう全部交換し終わっちゃって、あともうこの、トレーニングのスピードアップしか交換できないんですよ。はい。ね。これちょっと、もったいなかったなって思いつつ、でも、
仕方ない。上級強化をアンロックするためにこれだけ必要だったからもう仕方ない。はい。ということで、このね、はい。この今回のスーパー強化の期間は死ぬほど頑張りまして、竜陸の斧ですね。はい。全部マウンテッドトゥループアタックと見せかけて、2つ目はフラットなんですけど、まあ、一回、もう、400万ジェム使っちゃったし、もう無理やしっていうので、一回ここで止めてます。はい。まあね、全部黄色になったんで、はい。上級強化がアンロックされたし、よかろうと。はい。あと、竜陸のコテですね。竜陸のコテも、はい。マウンテントロップアタックがね、3つね、まあまあ高めでついてます。やったぜっていう感じなんですけど、はい。最後ね、はい。歩兵のフラットがついてますね。はい。まあ、これもね、いずれ、またスーパー強化のタイミングで、変えようとは思いますが、これも一回ね、全部木になったタイミングで止めましたというので、はい、上級強化ですね。はい、両方ね、上げられるようになって、やったぜというところで、とはいえ、やっぱ、あんまり調子こいてあげてると、その強化石がね、ゴリゴリなくなっちゃうんで、はい、こっちのね、賢者の石の、こいつ今一番左のやつがね、はい、紫以上の装備を20回攻略せよみたいな、はい、こういうのと合わせてうまくやっていこうかなと思ってますということで、まあ、上級強化が、アンロックされたおかげで、バフがね、ゴリゴリ上がりそうなので、はい、目指せティポーンというところで、はい、やっていきたいなと思います。めっちゃドラゴンボールの話盛り上がってた。ヤムチャのあって、ヤムチャ、無茶しやがって。あ、この部屋ボスおらん。ヤムチャ浮気残しない。いいのか超ウケる。和樹さん、右下の積みの話しましたが、しました。一番最初にね、そうしました。このね、残念な、全部10にしてみたのに、警官が手に入りませんでしたよっていうね、話ね。もう悲しくてしょうがないよ。もうなんか別にあげる気ないこいつとか、あげたのに。私はね、この建設と、あの、研究のスピードが上がる、これをね、最優先にしたいなと思っていて、これをね、上げたかったんですけども、ね、ちょっと全部10にした光景を見てみたくてやったんですが、ダメでしたね。景観は手に入りませんでした。マンさん、どのサーバーにも一人ぐらい化け物おるんやな。今回のサバ戦1900で2024の1月にできたサーバーなのに、2024年1月。君主レベルマックスで VIP20 の人がいたらやばすぎるんだけど、VIP20。ぶっ壊れとる。将軍ランキング6位までの人だ、その人だった。しかも日本人、友達になりました。一人だけ八百長させてポイントもらった。やばすぎる。やばすぎる。やばすぎる。VIP20 はやばすぎる。VIP20? まだ5ヶ月ですよ。シエロサラさん、文明装備はひとまず上級強化できるように、金なら何でもロックかけて4使いましたが、再度強化し直してます。いや、そうですよね。いや、もうそう、それが正しいと思います。上級強化で得られる恩恵がやっぱめちゃくちゃでかいので、はい。上級強化するだけでね、もうこれだけで私、上級強化分で11%火力上がってるんで、はい。そう、もうそのために貯めてたんですよ、強化石とジェム。まあ、まだね、ジェム溜まってるんでね。はい。はい。ジェムはね、別に開けてもいいんだけど、出しておくと使っちゃうから、はい。まだ、クソ貯めてます。まだまだ参る。はい。そのところで、はい、スーパー強化はね、今のところに、まあ、さすがにね、まだ期間が2日間あるので、抜かれるかなとは思っているんですけども、ランキングリアードがね、別に大して美味しくないんで、はい、やっぱりね、無課金のいいプレイングとしては、ここを交換しなくて済む。いや、もう、転移の巻物もいらんから、はい、この辺のリバードをうまく、その、美味しいところだけ交換して終了する。それぐらいに、ね、調整してやれるのがいいですね。はい、今回は、どうしても上級強化つけたくてはみ出してしまいましたが、もう今回だけです。はい、もう二度とこんなやり方はしません。はい、まあ、記念ということで。まあ、記念とか言いつつね、別にスクショを撮ったりとかしないんですけれども。はい、スーパー強化頑張りましたというところで、はい、一通りね、今日喋ろうかなと思ったところは、喋ることができたかなと思います。まあ、今日のね、メインはスケジュールのところですね。はい、
概要欄とか、今回のね、チャットの、固定コメントにさせてもらってますけれども、まあ、よかったらね、そちら、まあ、たまに、見て、今後のね、エボニーの、育成計画の、参考にしてもらえたらいいかなというふうに思ってます。今後もね、更新していくので、もうどっちみちね、私一人の時にもずっとやってたんで、はい、それが全体に見えるだけだから、大して手間じゃないので、はい、よかったらね、見ていただけたらなと思います。後ほどね、X にもそれなのを投稿しておこうかなと思います。はい。島永さん、私はニーズテックのために貯めてたんですが、まさかのドラゴン結晶が先に枯渇しました。あ、ドラゴン結晶枯渇することあるんだ。確かに確かに確かにビップマックスの人見たい。そもそもいるのかなビップの上限も上がったのも比較的最近ですからね。でも、イニシエのサーバーはいそうだな。神さん、私もとりあえず金にしてやってます。そうですよね。最初金にしますよね。島崎さん、フラットばっか出て沼ったんです。ほー。ドラゴン結晶枯渇するのか。バイパー25なんですか？さすが。さすが。化け物。はい。いや、ちょっとね、楽しくて、あのー終わらなくなっちゃうので、はい、12時半になっちゃうとまずい。今ね、85人も視聴者が、ありがとうございます。ぜひ、よかったらね、チャンネル登録や高評価していただけたらと思います。というところで、今日はね、こんなところで終わりにしようかな。よし。はい。はい。ちょっとね、無限に喋れちゃうので、またね、来週もやりますので、はい。今日はね、こんなところでおしまいにしようかなと思います。本日もたくさんね、皆さんたくさんコメントありがとうございました。またね、来週10時に、配信、やりますので、よかったらご覧いただけたらと思います。ということで、チャンネル登録や高評価をして、次の配信を待っていただけたらなと思います。それではまた来週お会いしましょう。おつじゃる様でした。